こんにちは。空き家再生の一人です。本日は70万円古民家改修総集編をお届けしたいと思います。気合があれば一人でできるということで、一人でできるマンは何でも一人で DIY してしまうというコンセプトとなっております。お楽しみいただけたら幸いですのですが、総集編ということでいつも通り個別動画を並べてみたところ、なんということでしょう、3時間50分だと。需要があれば喉がちぎれても私は構いませんが、皆さんから4時間奪うのはさすがにエグいというわけで、今回の総集編はエクストリームにスピーディーにタイムラプス中心でお届けしようと思います。私の滑舌が許す限りテンポよく総集編をお届けしますので、もし詳しく見てみたい箇所があったらリンクを貼っておきますので、個別動画をご参照くださいませ。それでは行ってみましょう。総集編スタートです。捨てられてしまった収益物件、この空き家を救いたい。一人でできるマン動きます。というわけで始まったこのシリーズですが、この物件はですね、 DIY 挫折物件。以前のオーナーさんが収益目的で購入したんですが、リフォームが大変すぎて手放したいという売却理由で私が購入させていただきました。物件のステータスはこれからお見せしていきますが、超絶古民家、傾き少々、平常時の雨漏りはなし、そして残地物が私の基準からという意味ですが、そこそこあるっていう感じですね。このゴミの残骸を片付けるところからリフォームスタートですね。気になる周辺環境なんですが、田舎ではあるものの賃貸需要のあるエリアですね。今はね、状態が悪いこの古民家なんですが、綺麗に直せば戦えるはずというわけで気合い入れていきましょう。早速ビフォーの状態、物件を物色しながらリフォーム計画を練っていきます。こちらは雨漏りの形跡ですね。現在進行形で雨漏りがある感じではないですが、風向きによって雨漏りが起きるっていう感じなんでしょうか。こういったボード類は一度濡れてしまうと変形してしまうので、取り替えなければいけないかもしれないですね。ツッコミどころ満載のリビングが少し見えましたが、その前に水回りをチェックしていきましょう。こちらは台所ですね。この台所小さすぎるので位置を変更していこうと思います。ですが少しだけリフォームの形跡がありますね。こちらの流し元灯は新品っぽいのでくすねておこうと思います。換気扇は無理ですね。そして台所の隣にはお風呂でございます。そうなんですね。この古民家、台所でお母さんがお味噌汁を作っている時に、背後でお父さんが全裸になってお風呂に入る、そういうシステムでございます。そういえばサザエさんのお宅も台所の横がお風呂ですよね。当時のトレンドだったんでしょうか。このお風呂はリフォーム必須のお風呂ですね。まずものすごく狭いですし、これは元窓なんでしょうか。木の窓枠、お風呂に木の窓枠は珍しいですよね。しかも鏡にカスタマイズしてありますね。まさかあなたも DIY やという感じで、ストーリーを妄想しながら空き家をチェックしていきます。そしてこのお風呂はとても深刻な悩みを抱えております。怪しかったので強度チェックをしてみると、これだね。というわけでこのお風呂は使えなさそうですね。このお風呂は樹脂製だったんですが、おそらく茶色い跡があるのはお水を張りっぱなしだったんじゃないかなと思いますね。外に出しっぱなしのバケツのように加水分解してしまうので、空き家のお風呂に水を張っている方はご注意を。狭い浴室に割れたお風呂、新設必須ですが、低い天井と階段の飛び出し、低すぎてユニットバスは入らないので、在来浴室のままリフォームするか、ハーフユニットという手もあるかもしれないですね。やったことないですが、いずれにせよこのままでは狭すぎるので、この辺りまで広げる必要がありそうですね。ここがリフォームのメインステージになりそうですね。続いてはリビング、今を見ていきましょう。古民家安定の土壁ですが、エアコンの電気が来ていたり、照明が新しかったり、これもね、リフォームの形跡なんですよね。電気工事は大変なので、リフォーム済みというのはありがたいですね。見ていくと何かを発見したようです。これ使えるね。これが何なのかは分かりませんが、使えそうな雰囲気です。木のサッシはダメですね。あ、ハンドだけついてる。これね。ここ壊してアルミサッシ入れてみるよね。築年数が古いと木の窓枠も結構見かけますね。木の窓枠は寒いので、最低でもアルミサッシに変更したいですよね。すごいです。
北面のこの出入り口は必要ないので塞いでしまった方が良さそうです。襖の奥はこんな感じ。お化け屋敷ですね。このスペースの間取りは襖を挟んで6畳2間になっていますね。奥には押し入れと、そしてこの立派な床柱を挟んで右側は仏間ですね。お部屋は和室で土壁なのに仏間がプリント合板、斬新なデザイン。そしてこの一番右のスペース、収納なんですが棚がついていて内装が外壁になっています。畑の収穫物を入れる、もしくは三河屋さんが何か商品を置いていくんでしょうか。さらに古民家の奥へ進んでいくと階段が現れました。この物件は入り口と奥に階段が2つある旅館みたいな作りなんですね。この階段下3畳のスペースだけ板張りでしたが、少し板が動くので値段に不具合があるかもしれないです。床を開けて見ていきましょう。さらに進むとブレーカーがあります。これは新しいブレーカーですね。前のオーナーさんが交換されたんでしょう。電気を解約して空き家期間が6年ほど続くと電力会社が安全のために電線を切っていってしまうんですね。そうすると新しく電気を引き込み直さなければいけないので10万円弱費用がかかってしまいますね。今回は引き直してくれてあるので助かります。1階最後のお部屋はこちら、トイレです。ボットン便所。このボットンはですね、便槽という排泄物を溜めるタンクがついていない、ただ落下していくだけの直下型ボットンと私は名付けているんですが、そのタイプだったのでこちらも新設が必要ですね。やること多すぎ問題。気を取り直して2階を見ていきましょう。この古めかしい階段を上ると2階でございます。壁紙の裏シート、そしてクッションフロアが敷いてあります。柱は塗装されていて壁紙も貼ってあるようなので2階は結構リフォームが進んでいたんですね。広さ的にはこちらも6畳2間、つなげれば12畳になりますね。2階に12畳の部屋を取れる物件はすごく少ないので付加価値になるかもしれないですね。こうして見るととても広いですね。天井は少しだけ低いですが古民家の2階にしては結構天井高が確保できているような気がします。リフォーム後の完成が楽しみですね。窓ガラスが割れているぐらいでは驚かなくなってしまった私ですが、ここは2階なので台風などで何か飛んできたんですかね。最後はこちらのお部屋です。2階のもう一部屋、こちらのお部屋も大きいですね。畳が10枚、10畳の和室ですね。2、4、6、8、10畳。大きいよ。5フラット60。お、ペイントする。使えそう。お、出ました。クレオトップ。あ、これ油性ですね。使える。さすがにこれはですね。という感じで物件を物色していきますが、使えそうな材料も結構あるのでリフォームに有効活用していきたいところです。この物件にはバルコニーがあってこのお部屋から出ることができます。いやー、見晴らしがとてもいいですね。お墓ビューということで、一応ですね、墓地は検温施設の一つなので隣接している場合は土地根に影響がある可能性があるそうです。私は修復して賃貸にする予定なので家賃に影響があるかというと難しいところですね。お家から墓地が見えるのが嫌という方もいるとは思いますが、逆に墓地は他の施設に変わる可能性が低いので日当たりなどは確保しやすいですよね。物はいいよ、いいお客さんと出会いたいところです。というわけで物件を見渡して修復計画がバッチリ頭に思い浮かんだので早速リフォームを始めていきたいんですが、そうでした、一応ここもゴミ屋敷というわけでリフォームの前にまずはゴミを捨てるところからスタートですね。早速私の苦手な作業、片付けなんですが、ほとんど廃棄物で分別するだけなので短期集中スピード勝負でいきましょうと思ったのもつかの間、早速面白そうなものを見つけてしまいました。こちらはですね、コメントで教えていただいたんですが、生地の剥製みたいですね。さらに何かを見せたいようです。
古民家から日本人形、テンプレートな残地物。遊んでないで片付けを再開していきます。古民家からはいろいろなゴミが出てきますが、基本的に分別して処分をしていくと安く済ませることができます。今回は木材はすべて産廃業者で処分しました。種類は木くずで処分をお願いするんですが、私が持ち込んでいる産廃業者は釘が少し残っていても大丈夫なので、とっても助かっていますね。というわけで今日は木くずを処分していきたいので、どんどん車に積んでいきたいんですが、こういったね縦狂いは厄介ですよね。さすがにガラスがついていると引き取ってはくれません。ではどうすればいいのでしょう。ぶっ壊して分別します。市町村の環境課に状況を説明してみたところ、建具のガラスはクリーンセンターで引き取ってくださるそうです。おっと危ない。解体は危険を伴うので、怪我には十分お気をつけください。こちらのガラス、処分をしてから知ったんですが、レトロガラスといってネットオークションなので割と高く売れるみたいですね。昭和ガラスとも呼ばれるみたいで、現在は製造されていないので希少価値が高いそうです。このレトロガラスを材料にしてお皿などにリメイクする方も見えるそうですね。いや、世の中にはまだまだ知らないことがたくさんありますね。そんな多様性を知らなかった私は全てのガラスを処分してしまいました。残念。というわけで中はある程度片付いたので、次は外を片付けていきましょう。こちらは給湯器ですが、とても古いタイプの給湯器ですね。この物件は木が生え放題になっていて、この木なんかね、建物にめり込んでしまっていますよね。伐採しなければならない。リフォームを開始したのはまだ暖かくなる前だったので、それほど雑草が気にならない状態ですが、雑草の予想以上の恐ろしさを知ることになるのはもう少し季節が進んでからのお話です。このままでは木や廃材が邪魔で配管や基礎を確認できないので、とりあえず最低限伐採を行っていきます。いつも活躍している電動チェーンソーを引っ張り出してきました。作業中、近隣の方を見かけたら笑顔で挨拶です。大家は見た目が9割、大家は外面が大事です。こちらは物件の北面。こうして見てみると普通に雑草生えてますね。空き家と雑草はセットであるということを忘れてはいけませんね。先ほどの物件にめり込みかけていた木はチェーンソーでは奥まで切れなかったので、最終的に気合で解決。手のこで頑張ってカットしました。外には雑草の他に資材も置いてあって使えると良かったんですが、もう虫が食ってしまってスカスカの材料だったので、こちらも木くずで処分ですね。外に木材を放置するとあっという間にシロアリの巣になってしまうので要注意ですよね。というわけで資材の片付けと伐採が終わったので、また次の木を伐採していきます。この物件の隣は畑なんですが、畑の持ち主のおばあさんから木が邪魔だったので伐採してくれて本当に助かったと感謝の言葉をいただきました。近隣が空き家になるといろいろなご苦労があるんですね。何かお困りごとがあれば気軽に言ってくださいねとお伝えしておきました。大家は外面が大事です。さて、外はすっきりということで、これで水道管や配管の確認ができますね。こちらがお風呂とキッチンの排水管ですね。これは DIY なんでしょうか。雨どいのパーツがはまっていますね。斬新な施工です。このままではやばそうなので VU 管に交換しなければいけないですね。というわけで片付けが終わったので中に移動して、まずはキッチンを撤去していこうと思います。この辺りが一番大掛かりな工事になりそうなので早めに着手したいですね。とりあえず水道管などを点検してまだ使えそうだったので、早速水道課に連絡をして水道を開通してもらいました。漏水がないといいんですけどね。なんと目の前で漏水ですね。これは初めてのケース。掘り返してみたところ、地中の水道管の接続部分に不具合があったので、この接続金具を交換します。接続金具はホームセンターで購入してきました。こちらのホースは2層黒ポリ管といって2層になっているタイプのポリエチレン管みたいですね。とても丈夫で地震などにも強いそうです。というわけでなんやかんやで水漏れの修復が終わりました。詳細が気になる方は個別動画で詳しく解説していますので、よかったら見てみてください。水栓を開いてみましたが、バッチリ水が止まっていますね。ミッション完了です。ということで防食テープを巻いて埋め戻します。これで解決かと思いきや、これ別の箇所で噴水が出来上がっていました。おそらく水道管の水圧が戻った影響で限界だった塩ビパイプが破裂してしまったんでしょうね。破裂しちゃったら仕方ないですよね。
このままでは水が出せないので、解体を行う前にこちらも修繕を行います。ということで早速リフォームを開始できますね。まずはこれですよね。一番深刻なお風呂を修復していこうと思います。修復というか新設ですね。壊して作る。まずは解体してお風呂を撤去していこうと思います。バールや発力機を使ってコンクリートを壊したら、この通りお風呂が簡単に外れます。この風呂釜の処分方法が気になるという方が結構いましたが、樹脂製だったので本廃で処分しました。自宅 DIY の場合だと粗大ごみで捨てられる自治体もあるみたいですね。環境課にご相談されるといいと思います。というわけで無事お風呂の撤去が終わったので、お風呂を仕入れてまいりました。仕入れ元は Yahoo オークションで知り合ったリサイクル業者さんです。なんと25,000円で譲っていただきました。超安い。破格だったのは展示品で、しかもパーツが足りないという理由です。この激安お風呂を設置していくためにいろいろと準備を行っていきます。まずは排水管ですね。ここはもともと台所だった場所ですが、台所を撤去してお風呂を広げて洗面脱衣所を作っていこうと思います。洗面脱衣所には洗面化粧台を設置したいので、排水管を洗面化粧台の位置に伸ばしていきます。私が今乗っている部材は根太という床板を支える部材なんですが、そこから飛び出している排水管に洗面台の水が流れていく感じですね。お風呂を広げるためにまずはこのいらない根太をカットしていこうと思います。丸ノコでカットして釘を抜くと外れますが、閲覧注意。これなんだかわかりますかね。木がスカスカになっております。恐ろしい。虫食いですね。台所の真下の部分の2本の根太だけ虫食い被害がありました。水回りの床は傷みやすく、こんなことになっている可能性もあるので、床がふわふわしている場合は要注意です。私が今まで直してきた空き家は台所、脱衣所、また家具がずっと置いてあった場所の下などはシロアリやキクイムシの被害がよく見られました。中古住宅を購入する際はよくチェックした方がいいですね。というわけで虫食いトークをしている間に床下を加工してお風呂を設置するスペースができました。切断した木材も使えそうなものはリサイクル、エコ DIY。 次はお風呂の土台作りですね。コンクリートを流し込んでいきたいので、まずはブロックを固定するために砂とセメントを混ぜてモルタルを作っていきます。プロの方や普段セメントをよく使われる方は常識だと思いますが、セメント、モルタル、コンクリート、違いがよくわからないという方は意外と多いんではないでしょうか。私も土木作業を DIY していなかった頃はよく分かっておらず、雰囲気で会話しておりました。ですがとっても簡単で、セメントは材料、モルタルはそのセメントに砂を混ぜて水で練ったもの、またコンクリートは砂とセメントにさらに砂利を混ぜて水で練り強度を上げたものという感じですね。ちなみにホームセンターでセメントを見るとほとんどポルトランドセメントと書いてあるものが多いですが、ググってみたら固まったものがイギリスのポルトランド岬から産出される建築材ポルトランドストーンによく似ていることが由来だそうです。へーと思った方はへーボタンの代わりにいいねボタンを押してみてください。解説に戻ります。動画では工作のお時間みたいですね。今作っているのは砂や砂利を固めるための手動転圧機ですね。自作すれば材料費は1000円以下です。私はこれを激安くんと名付けて愛用しております。この物件ではお風呂作りにトイレ作り、駐車場整備と大活躍でした。皆さんもよかったらこの激安くん作ってみてください。お風呂を解体すると下は土だったので、まずは拡張部分まで平らにして先ほど作った激安くんを使って転圧を行います。こういった狭いスペースを転圧していくときに激安くんはとても便利ですね。また軽いので疲れにくい、名前の割に仕事ができる相棒です。転圧が終わったらお次はこちら、お風呂と洗い場に排水管を延長していくために塩ビ管を加工して既存の配管に接続していきます。水圧がかからない排水管には VU 管という塩ビパイプが使われています。今加工している塩ビ管は VU50 という規格の排水管です。大きいホームセンターに行けばいろいろなパーツが売っているので DIY できてしまうんですね。さて配管が終わったので次は土間打ちですね。お風呂を乗せるための下地を作っていきます。通常ユニットバスを設置する場合は土台がついているので傾きなどを調整できるのですが、今回はパーツ不足ということで土台がないので直接このブロックの上にお風呂が乗ります。
というわけで水平を見ながらブロックを固定して土台を作っていきます。在来浴室みたいな感じですね。というわけで再びポルトランドセメントの登場。スピーディーにブリティッシュに砂と砂利水を練り合わせてコンクリートを作って土間打ちを行っていこうと思います。プロから聞いた役立つ話。コンクリートを練るときは水、セメント、砂、砂利の順で混ぜていくととっても楽です。おすすめです。セメントの袋に書いてあるやり方やネットを見ると、まずはモルタルを空練りしてさらに水と砂利を入れて混ぜると書いてあって、おそらくそれが正解なんですが、そのやり方だと漏れなく腕が死にます。プログラマーの三大美徳は怠惰、短気、傲慢だそうですが、他業種のいいところは積極的に取り入れて、私も怠惰、短気、傲慢を目指そうと思います。楽がしたい。楽をしているつもりでも手作業で土間打ちを行うのは結構大変です。もしこれ以上の面積を土間打ちするときは素直に生コンを手配した方がいいと思います。というわけで気合と残業の成果がこちら。浴室の土台が完成し、お風呂を乗せる準備ができました。この浴槽は本来ユニットバスに使うもので、土台と接続する部分があります。ですが今回は直浮きで邪魔になるのでグラインダーでカットしていきます。グラインダー、サンダーと呼ぶ方もいますが、この工具は空き家を直すならぜひ持っておきたいですね。抜けなくなった釘をカットしたり、鉄製の外壁をカットする、またこのような細かい作業も慣れればできるようになるので、ぜひグラインダーを振り回してうまくカットができるようになると綺麗に楽にリフォームが進むと思います。グラインダーさばきには少し自信のある私です。自慢ではない、いや自慢でした。加工が終わりました。この部分が先ほど設置したお風呂のブロックに乗る部分ですね。早速お風呂を仮置きして配管がうまくできるか確かめてみようと思います。配管は計算通りうまくいってそうなので、ある程度接着してしまおうと思います。次はこちらの洗い場の配管なんですが、ここは位置出しをミスっていたので配管をし直して接続します。つなぐ予定だった配管は逆流してしまうといけないのでキャップをしておきました。というわけで配管ができたので、次はお風呂を固定していきます。お風呂の固定にはエポキシ接着剤を使います。下はコンクリート、ブロックということで砂がついていると接着力が落ちてしまうので、よく掃除してから接着を行いました。浴槽の固定が終わったら次は洗い場を設置していきます。このエポキシ30分で硬化してしまうので素早く作業しなければいけません。慌てず急げ、緊張感のある作業です。今見返すともっと硬化時間の長いエポキシを使うと楽でしたね。ちょうどね、この余っていたエポキシを使い切りたかったんですよね。というわけでお風呂と洗い場の設置が完了したので、次は浴室を作っていきたいんですが、こちら脱衣所になる箇所に床が張ってなくて作業しづらかったので、まずはこちらの床を仕上げてしまおうと思います。この洗面脱衣所は排水管は DIY、 給水と給湯配管はガス屋さんが施工してくれたので、合板のカットを行ってから配管の位置に合わせて穴開け加工を行っていきます。今回はまだ洗面化粧台を購入していなかったので、購入予定の洗面化粧台のメーカーさんがオンラインで公開している施工説明書を見ながら位置出しを行いました。だいたいですね、型番で検索すると施工説明書が PDF で出てくると思います。こんな感じで洗面化粧台の床が完成したので、作業がぐっとやりやすくなりますね。というわけで作業がぐっとやりやすくなったので、浴室の壁を作っていこうと思います。まずは換気扇の穴を塞いでから柱を立てて浴室の入り口を設置していきます。というわけでこちらは浴室ドアの枠ですね。これもセットで25,000円、超安い。聞いた話ですが、関東の方は高さ自慢、関西の方は安さ自慢をするという都市伝説を聞いたことがあるんですが、私のルーツ DNA は関西なのかもしれません。そんな安さ自慢について深掘りをしている間に、動画の方は壁作りが進んでいっていますね。まずは柱を立てて石膏ボードを貼る準備をしているところです。柱を立てていくときは間隔を1尺から1.5尺にするのも大事ですが、石膏ボードをどこで継ぐか意識しながら下地を入れていくと効率がいいですね。
お風呂の向きを変更した都合上、ここに壁を作っていきます。今回は石膏ボードを貼った上にアルミ複合板を貼るという仕様にしようと思っているので、その厚み分お風呂と柱を離しておきます。またお風呂を広げた都合上、電気が変な位置に来てしまっているので、照明用の配線を変更しておきます。取ってよかった電気工事士。さあ、というわけで柱が完成したので石膏ボードを貼っていきますが、こちらを購入してきました。タイガー防水ボード。普通の石膏ボードと少し色が違いますね。通常の石膏ボードは耐水性がありませんが、こちらの防水ボードは耐水性が高いそうです。もちろんお値段も少し高いです。少し高いだけですが、高い部材と思うと失敗したくない。無駄が出ないように慎重に採寸カットを行って石膏ボードを貼っていきます。下地が柱の部分はビスで固定。それ以外の場合は両面テープとコーキングを使って貼り付けます。お風呂の壁作りのついでに脱衣所の壁も作っていきます。ここには敷居と鴨居がありますね。というわけで一人でできるマンの得意技の一つ、はめ殺し壁を行っていこうと思います。はめ殺し壁とは一体何なのか。物騒な名前ですが、もともとついている建具を動かないように固定して壁を張っていくという方法です。これは私が勝手に思いついてやっているだけなので、大工さんにはめ殺し壁一つと言っても通用しないのでお気をつけください。さらにリビングの方には柱を立てて、ここには玄関と区切るために後ほど建具をつけていこうと思います。このはめ殺し壁にはもともといい感じのすりガラスがついていたので、ここだけ石膏ボードをくり抜いて明かり取りにしようと思います。この洗面脱衣所はですね、北面にあって、もちろん照明はついているんですが暗いんですよね。明かり取りのためのなんちゃってフィックス窓っていう感じです。築年数の古い物件のガラスのはまっているサッシは動きが悪かったり音が鳴ったりするので、撤去して壁を張ってしまうというリフォームは結構よくあると思います。ですが、ただ石膏ボードを貼るだけだとサッシがあった時より意外と暗くなってしまうのは盲点ですよね。そんな時はこんな小さな窓でも意外なほどお部屋が明るくなって印象が変わるのでおすすめです。壁の作成が終わったので、浴室ドアの枠を取り付けていきます。この浴室ドアの交換というか取り付けは初めて行ったのですが、防水のためにコーキングを塗った上でビス止めを行いました。動画では錆びないように黒で塗装してあるビスを打っていますが、後からこの浴室ドアに付属している白いビスが出てきたので、後ほどビスを打ち替えておきました。というわけで浴室ドアの取り付けが完了です。バッチリですね。動きもスムーズでいい感じ。鍵の開閉もスムーズにできます。問題なさそうですね。今回は新設なのでおそらく取り替えよりも簡単なんですが、浴室ドアはビスで固定するだけで意外とシンプルな作りなので、交換は割と簡単なんじゃないかなと思います。というわけでドアに付属していた外と内側の取っ手を取り付けて浴室ドアの取り付けが終わりました。お次はこちらです。お風呂の内装を仕上げていこうと思います。というわけで私がいつも使っているお風呂パネル、アルミ複合板ですね。これをお風呂の寸法に合わせてカットしていきたいんですが、この物件からこんなものを購入してみました。こちらはレーザー距離計ですね。レーザーで片手で簡単に距離が測れます。コンベックス、メジャーで計測中にぐにゃっと曲がってイライラするのとはおさらばです。そんな新アイテムレーザー距離計で距離を測ったら、コンベックスを使って部材に移し丸ノコでカットしていきます。アルミ複合板は発泡ポリエチレンを薄いアルミでサンドイッチしたパネルなんですが、表面にとても光沢のある綺麗な白い塗装がしてあるので、お風呂にパネルとして貼るととても綺麗な見た目になります。また表面がツルツルしているので汚れがついても掃除がしやすくてメンテナンス性もいいです。耐久性では専用のバスパネルには劣ってしまうので、何年ぐらい使いたいか、またランニングコストなどを見て材料を選ぶといいと思います。パネルの貼り方はこんな感じで、両面テープとコーキングを組み合わせて圧着します。この両面テープはとても接着力が高いので、両面テープに貼り付く際にコーキングが潰れてしっかり固定されるっていう感じですね。
以前コメントでアルミ複合板はすぐへこんでしまうからお風呂には向いていないんじゃないかというご指摘をいただきました。確かにへこみやすいというのはアルミ複合板の欠点の一つですよね。この間リフォームが終わってから1年経過した物件に入らせていただく機会があったので、入居者さんに理由をお話ししてお風呂を見せていただいたんですが、そのお風呂に関しては傷やへこみはまだ見られませんでした。1年持ったから大丈夫というのは暴論ですが、使い方次第では1年ぐらいでは全然まだまだ新築と言い張れそうなぐらいまだ綺麗だったので、今後もこのやり方でリフォームをしていこうと思います。もしね、さらに時間が経過してこの施工が微妙だなと感じたり、より良い施工方法が見つかったら、その際は動画で公開したいと思っていますので、今後の更新も楽しみにしていてください。とくっちゃべっている間に施工が進んで少しめんどくさそうな箇所に突入した模様です。昔のお風呂は直角が出ていないのでパネルも柔軟にカットしなければいけません。ちょっと疲れたので休憩です。喉が潤い DIY とナレーションに気合が入ります。パネルをすべて貼り終わったら、パネルとパネルの間にはコーキングを充填するので、先ほどお話しした傾きがある箇所のパネルの加工精度が少し悪くてもコーキングでカバーできるので、スピード勝負でいきましょう。まだまだリフォームするべき箇所は山積みでございます。こちらが先ほどお話ししていた傾いている箇所の加工です。この線でなぞってるのはもうデッサンというか雰囲気で印をして、とりあえずはまればいいかとエイヤーで加工しています。コーキングでごまかす気満々ですね。アルミ複合板の加工は丸ノコ以外にカッターで行うことも可能です。私も初めてこの加工を行った時は全てカッターで行いましたが、結構大変なので直線に切るときは最近は丸ノコを使用しています。さあパネル張りもあと一息。階段の飛び出し部分です。こういっためんどくさい箇所が残っていますね。こういった箇所は角度で出したり型を取ったりいろいろな方法があると思いますが、私は台形の計算のように上底と下底のそれぞれの寸法を線で結んで加工しています。型を取るより加工精度は落ちますが、先ほど言ったようにコーキングでごまかす気満々です。型を取るのはめんどくさいんですよね。そして困ったら最終奥義現物合わせも大切です。というわけで難しい箇所が終わったので、あとは流れ作業。しばらくはパネルをひたすら貼っていく様子をご覧くださいませ。さあというわけでパネル張りがもうじき終わります。このお風呂に費やしたアルミ複合板は8枚、だいたい1枚2700円ぐらいなので、パネル代で2万円ぐらいですね。さあというわけでパネル張りが無事終わったので、次の作業はコーキング。パネルの向こう側に水が入らないようにコーキングを打っていきます。コーキングを打つ箇所はパネルとパネルの隙間と入り墨の2箇所ですね。まずはパネルとパネルの間のコーキングを行っていきます。このアルミ複合板には青いフィルムがもともと保護フィルムとしてついているので、これを貼りっぱなしにしたままパネルとパネルの間のコーキングを行うと養生代わりになって効率がいいですね。そんなフィルムのおかげであっという間にパネル間のコーキングは完了です。すべてのフィルムを剥がしたら次は入り墨をコーキングしていくんですが、私最近この技を練習しているんですね。 X で見かけた撫でないコーキングでございます。この技はまだ習得中なのでお見せするには少し心苦しいんですが、やり方は後ほど解説するとして、ノズルの先端の加工方法に特徴があるんですね。熱を加えて加工して楕円型にしたら先端に V 型の切り込みを入れます。こんな感じです。やり方はこんな感じ。普通のコーキングとは反対の動きですね。ノズルを先に走らせてうまくいけば撫でずに仕上がるんですが、
連度が低く慣れたくなってしまいますね。難しい。めげずにテイク2行ってみましょう。という感じでだんだん上達してきたので、撫でずに仕上げられた箇所も少しあります。困ったらマジックフィンガーで修正。ヘラは使っていないのでセーフ。そんな難しい入り墨のコーキングですが、撫でたら負け、撫でなかったら勝利という謎のルールを追加しながら無理やり楽しめばあっという間に終わります。というわけでコーキングの様子をお楽しみください。コーキングが完了したので次の作業に移ります。次はデスミの処理ですね。このような飛び出している箇所にアルミ複合板を貼ると角ができてしまうんですが、アルミ複合板の角は尖っていてとても危険なのでプラコーナーを取り付けていきます。この緑色の台はマイターボックスといって部材を45度でカットできる便利アイテムです。先ほどの階段のデスミはイレギュラーなお風呂にしかありませんが、だいたいデスミになるのはこちら窓の部分ですよね。マイターボックスを使ってプラコーナーを斜め45度にカットしつなげていくとクオリティ高く収めることができます。ちょっとめんどくさいですが慣れればそんなに手間に感じません。マイターボックスを使うとこんな感じに収めることができます。とても綺麗に見えますよね。あとはこちらの Amazon で3000円で購入した照明を取り付けてお風呂の施工は完了です。さあというわけでこの70万円古民家のメインステージ、お風呂の施工が完了しました。いやー結構大変でしたね。ビフォーの状態を見ると一目瞭然。狭い、汚い、最悪だったお風呂がこれがこうめちゃくちゃ綺麗な新築のお風呂に大変身。頑張った甲斐がありました。ちょっとネタバレですが洗面脱衣所の内装と洗面化粧台も取り付いてとってもいい感じになりました。かかった費用はこんな感じ。お風呂を安く買えて本当に良かったですね。というわけでメインステージクリアで、もうこの物件のリフォームは勝ち確です。後の作業は楽勝ですね。とはいかずまだまだやることがありました。というわけで一人でできるもん壊します。古民家解体編。さてお風呂が治ったからといって調子に乗ってはいけません。冷静に考えるとお風呂が治っただけでした。まだまだ作業が残っているので気合い入れていきましょう。お風呂から移動して、こちらはリビング。6畳2間と3畳のスペース2つをつないで18畳 LDK を作ろうという企みです。そこで頭を悩ますのがこの差しカモイです。このカモイはただのレールではなく構造材として機能しているので取り外すことはできません。とっても太くて丈夫そうで私はこういうの結構好きなんですが、それにしても太い、でかい。せっかくの広い空間が狭く見えてしまうといけないので、苦し紛れに土壁を破壊してお部屋が広く見えるようにしようと思います。ノリノリで破壊作業を行っていたらガス屋さんがやってきました。水道とガス管の工事をしてくださるそうなので、埃まみれになる土壁の解体は一旦お休みして他の作業を進めていきます。というわけで階段を解体することにしました。ビフォーを見ていくときにお伝えしましたが、この物件階段が入り口とこちらの2箇所にあるので、古い方のこちらの階段は撤去してしまおうと思います。階段2つはいらないですよね。お部屋も寒くなるので階段を撤去したら床と天井を張って塞いでしまおうと思います。この階段はいつ作られたものなんですかね。ものすごい太い釘が使われていますし、釘も錆びていてなかなか抜けません。バールや金槌で叩いたりテコを使って釘を抜いていきます。
なんと手すりは床下まで続いていました。土台につながっているんですかね。床をめくって釘を抜いたら途中でカットして撤去完了。なんとこの階段は立てかかっているだけで解体できなくて、あわあわしていたらガス屋さんが運ぼうかと作業中なのに手を貸してくださいました。イケメンすぎる、いつもありがとうございます。というわけでアッセンブリーパーツのこの階段、外に出してきました。今まで釘も打たずに壁にもたしかけてあっただけでよく倒れなかったですね。おそらく作りがとても堅牢で揺れないんでしょうね。そんな先人が作ったマスターピースな階段なんですが、我が家にはこれを飾っておくスペースがないので、泣く泣く解体して処分しようと思います。どんどん解体を進めなければならないんですが、こういうものを見ると興味が湧いてしまうんですね。これは型あり継ぎといって木の強度を利用した接合方法が使われています。釘が打たれていないのにちょっと叩いたぐらいではなかなか抜けません。こういった人が作った衣装を観察するのはとても面白いですね。強度的にアリを作っている段とはまっているだけの段が交互になっていますね。これは時短なんでしょうかね。束の間の自由研究が終わったら解体を進めます。廃材は軽トラに積んで木くずで処分してきました。というわけで階段を撤去した後の様子がこちらです。階段が撤去できたので、引き続き解体作業を進めていきましょう。ここの鴨居は構造材ではなく、耐震性にあまり貢献していない部材なので、撤去してさらに内装を解体していきます。この3畳のお部屋だけなぜか内装がしてあるんですよね。床は畳なので縁側というわけではないでしょうし、左側のスペースは増築部分なので、もしかしたらここが元玄関だったのかもしれないですね。というわけでどんどん内装を剥がしていきますが、内装を剥がせば古民家が現れます。中は普通に土壁ですね。さあ、ガス屋さんが作業を終えてお帰りになったので、土壁の解体を再開していきます。どうでしょう、梁と鴨居の間の土壁、少しだけなくなっただけですが、ちょっとは広く見えますかね。次のターゲットはこの壁です。この壁を開口してドアを取り付けたいと思います。この壁の奥の部屋に直接行ける階段を撤去してしまったので、出入り口を取り付けます。こちらが反対側ですね。壁紙が貼ってありますが、中は土壁です。まずは表面に化粧してあるプリント合板を柱に合わせてカットします。このように無理な体勢で丸ノコを使うときはキックバックに要注意です。丸ノコの刃の角度が悪いと引っかかって丸ノコの刃が自分の方に飛んできてしまう恐ろしい現象です。太ももなどを切ってしまうと最悪命に関わる労働災害。丸ノコの刃がそういう動きをすることもあると思って少し逃げ腰で作業すれば大丈夫です。丸ノコでは端まで切れないので、端っこの方はマルチツールを使ってカットします。最後はパワー。バールを使ってこじ開けます。あとはこの土壁を解体するだけですね。ハンマー担いでせっかくのチャンス。日頃のストレスをハンマーに乗せて土壁にぶつけましょう。増税反対。社会保険料払いたくない。でも補助金はください。という感じでですね、ストレス解消になるので、あえてハンマーをフルスイングしてみるのもおすすめです。念のためですが、あくまで心の声であり、政治的な何かを訴えかけたい番組ではありませんので、ご了承くださいませ。土壁の状態にもよると思いますが、本当は土壁を解体するときにそんなに力は必要ありません。それよりこの案である竹が厄介ですね。2階の6畳2間もつなげて12畳にしたいので、この鴨居は取ってしまいます。天井の一部が開いて屋根裏が見えていますね。雨漏りの形跡はなさそうですし、異常なさそうで良かったです。屋根裏を見たところ、この柱は天井を支えている部材だったので、ここでカットすると天井が落ちてきてしまいますね。とりあえずこのまま残しておいて、
大工工事をやるときに加工していい感じにしましょう。というわけで派手に解体を行った後はお片付けが待っています。この片付けが一番大変です。軽トラに積んでみましたが、あの壁でこんなに土が当てるんですね。農家の方からこの土は堆肥になると聞いたので畑に撒いておこうと思います。というわけで解体が完了したので、いよいよ大工工事が始められますね。家を作っていく作業、ここから楽しくなってきますね。というわけでここからは大工作業、床を作ったり壁を作ったりサッシを入れ替えたり古民家を魔改造していこうと思います。というわけでホームセンターで資材を購入してきました。在庫を持たずに好きな時に資材が買えるホームセンターは DIY ヤーの強い味方ですよね。ちゃっかり 5% オフの日に大量購入してまいりました。さて早速大工工事を始めていきたいんですが、床を張る前にキッチンをこちらに移設する都合上、水道管や排水管をこの位置まで引っ張ってこようと思います。排水管は角度をつけないとうまく水が流れてくれないため、このレーザー水平器が大活躍します。後ほどの工程で出てくるので詳しく解説します。こちらが台所の排水管になる VU50 という太さの塩ビパイプです。塩ビパイプは専用のボンドを使って圧着すると簡単に接着することができます。カットした排水管をつなげていきます。排水管は水圧がかからないので重力で水を流すという仕組みになっていて、一般的に排水管の傾斜は 2% が基準だそうです。2% の傾斜と聞くとよくわからないかもしれないですが、100対2ということで排水管の長さが100センチ、1メートルだった時に2センチ傾けなければならないということですね。排水管が終わったら次は給水管です。給水管は VP という塩ビ管を使います。そしてこの物件は水道管が 13mm なので VP13 を台所になる位置まで延長します。さあ水道工事が終わったので次はいよいよ大工工事に移りましょう。買ってきたのはこんな感じで、石膏ボード、床用の構造用合板、床の下地に使う根だと、私今回の物件で初めて使用します。こちらはスタイルフォームといって床用の断熱材ですね。ホームセンターに行くといろいろな厚みが売っているので値段の太さに合わせて購入しましょう。大工工事のメインステージはやっぱりここですよね。リビングの洋室化工事でございます。早速作業台を組んで根太をカットしていきましょう。解体が終わって心機一転やる気がみなぎっていますが、ちょっと疲れたのでコーヒーを飲みます。労働の合間とキャンプ場で飲むコーヒーはなぜこんなにも美味しいのでしょう。3分経過、休憩終了、労働に戻ります。このスタイロフォームは作業台に引くと丸のこの扱いが楽になりますね。今回は正規の目的、断熱材として購入してきましたが、お恥ずかしながらリフォームを始めた頃はスタイロフォーム、下敷きだと思っていました。私も昔下敷きだと思っていましたという方はチャンネル登録よろしくお願いします。根太を大引きの位置までカットして一尺ピッチ 30.3 センチの間隔に並べていきます。間隔をいちいち測るのは面倒なので、このような尺棒という印のついた棒を一つ作っておくと作業が楽ですね。尺棒片手にカットした根太を並べていきます。この和室を洋室にしていく洋室化作業はボロ戸建て投資を行うなら必須科目、必ず覚えておきたい工法ですが、今回のように板張り部分や廊下などに高さを合わせるためにどんな部材を使えばいいか、私は最初悩みました。結論は根だれ高さを調整する感じですね。というのも天板の合板は 12mm、 通常クッションフロアは 1.8mm のものを使うと思うので、両方足して 13.8mm は確定なんですね。なので上げたい床の高さ引く先ほどの数字を求めると、どんな根太を使えばいいか計算できると思います。めんどくさいだって。私も畳のことはそこまで詳しくはないですが、だいたい 55mm か 60mm な気がします。なので畳が 55mm の時は40、畳が 60mm の時は 45mm の根太を使うといい感じの床ができると思います。こだわりたい方はちゃんと計算してくださいね。というわけで残業の甲斐あって根太の加工が終わりました。このちらっと見えている太い柱が床を支える柱なんですが、間隔がバラバラなんですね。ここは65センチですね。この柱の上に合板の継ぎ目が来るように床を作りたいんですよね。
板の並べ方を工夫すればなんとか敷けることが判明したんですが、そうすると端がこんな感じで届かないんですね。というわけで端っこの方はこんな感じで、これは野縁という材料なんですが、最後幅木のような感じで木を埋めて隠蔽しようと思います。ドケチな性分が材料を買い足すことを拒みます。そして出ました。こちら大好評だったスタイロカットマシーン初号機、 SCM 初号機ですね。天板にカッターを固定してこんな感じでスタイロフォームを滑らせると、あら不思議、同じ寸法にどんどんスタイロがカットされていきます。早い、めっちゃ早い。産業革命以来の衝撃です。そんなイノベーションのおかげであっという間にスタイロフォームのカットが終了です。個別動画の方でもこの SCM 初号機をご評価してくださるコメントが多く、とっても嬉しかったです。なんとスタイロを作られている現場の方からもコメントをいただきました。いえいえ、こちらこそお世話になっております。ありがとうございます。スタイロフォームで断熱を行うコツはぴったり隙間なく敷き詰めることみたいなんですが、この SCM 初号機を使って施工を行うときは少しでもネタがずれているとはまらなくなってしまうので、あえてネタを固定せずにスタイロフォームをはめてからビスを打つという方法で施工しました。なんだか商品の解説のような感じになってしまいましたが、発売予定はないのでぜひ SCM 初号機作って遊んでみてください。といってもただ天板にカッターを取り付けるだけなんですけどね。ちょっとスタイロを並べていくだけの動画で気まずいので、スタイロの幅をどのように計算したかお話ししてみようと思います。今回使用したネタの太さは 40mm 角、ネタの間隔は1尺、つまり 303mm なので 303mm ね、 OKOK とカットしてしまうと大失敗です。経験者は語る。あくまでネタ同士の芯の間隔が 303mm ということなので、ネタの太さを半分ずつ、つまり1本分引けば求められますね。303-40、26.3。 私は文系出身なんですが、子供の頃そろばんを習っていたので暗算は得意な方です。もしお子さんが DIYer になる予定のある方はそろばん塾に通わせてあげてください。さあ、というわけでですね、 SCM 初号機のおかげであっという間にスタイロがほとんど終わりました。ネタの間隔が一尺ではない部分は手でカットを行う必要がありますね。というわけで SCM 初号機を使わずにスタイロフォームをカットする様子をお届けします。こんな感じで1枚ずつ採寸してカッターで切っていく。スタイロフォームの加工は本来結構大変なんですね。スタイロの施工が終わったら次はいよいよ床を張っていきます。というわけで 5% オフで購入してきた構造用合板を並べていきます。さて、新しい工具を買ったので工具自慢コーナーのお時間です。今まで私はいただき物のこのマキタのインパクトを使っていました。小さくて軽くて扱いやすいんですが、長いビスを打つのがめっちゃ大変だったんですよね。こんな感じです。というわけでじゃーん、廃校機 36V のパワフルなインパクトを買ってしまいました。プロも使っているモデルです。パワーやいかに。こんな感じでめちゃくちゃパワーあるんですよね。これとっても速いですね。比較すると一目瞭然。これで作業効率爆上がりですね。あっという間に床が張れることでしょう。この新インパクトドライバーを使ってガンガン床を張っていこうと思います。私が購入したのは廃校機 36DD というモデルで、バッテリーが2つついて5万円弱でした。型落ちの WH36DC は5000円ぐらい安く買えます。新型インパクトのおかげであっという間に床が張れましたね。そしてこのチャンネルにしては珍しいお客さんがやってきました。こちら私の妹の旦那さんなんですが、もともと屋根屋さんで働いていたので、この物件の屋根をチェックしてくれていますね。どう？去年数の割に綺麗なんだよね。最高じゃん。墨も引けて。はい？墨も引けて。墨は誰でも引けるんだよ。即戦力だね。墨は誰でも引けます。パワーが違うよね。
という感じでですね、普段コミュ障で黙々と作業している私でもたまにチームプレーをすると楽しいものですね。一通り直したところを見せてワークショップを行い、最後はインパクト自慢をするという空き家再生体験ツアーでした。というわけで一人作業に戻ります。床の仕上げでビスを打っていきます。床にビス打ちを行うと膝がめっちゃ痛くなるので、プロテクターをつけて作業するのをお勧めいたします。私は昔スケボーにハマっていた時のプロテクターがあったのでそれを使っていますが、ホームセンターや100均でも売ってますね。リビングの床張りが無事終わったので、次はこちらです。ここはもともとトイレだった場所なんですが、トイレの場所を変更するので使わない部屋になってしまうんですね。ここは天井が低く窓もないので居室としては使えません。というわけでここは改造してパントリーにしようと思います。リビングの奥にあってアクセスもいいですし、窓もないので食材も傷みづらいですよね。賃貸の仲介さんにパントリー付き物件ってどうですかねとお聞きしたところ、ほとんど見たことないけど絶対にセールスポイントになりますよとお墨付きをいただいたので、気合い入れて改造していこうと思います。ですがこのお部屋傾いちゃってるんですね。というわけで傾きを直しつつ床を張ってフラットにしようと思います。ここで大活躍するのがレーザー水平器ですね。この緑のラインは水平が取れているので床からの距離を測ります。ここは14センチ、そしてこちらは12センチ、さらにこっちを測ると15センチです。この数字が大きいほど床が低いということなので、調整剤を入れてすべて12センチにしてから床を張ります。傾きの直し方はそれだけです。意外と簡単ですよね。高さを調整するための調整剤を入れて測りながら値段を作らないといけないので手間はかかりますが難しくはないですね。今回はリビングの高さと合わせたかったので値段を組んでいますが、板を引くだけの場合は調整剤だけで傾き修正ができます。ビスを打つところに調整剤を入れるといいでしょう。というわけで床の高さを上げつつ下地の水平が取れたので、次はこちら床材ですね。床材を加工していきます。こちらもリビングと同様に 12mm の構造用合板です。採寸した寸法を元に丸ノコや手ノコを使って細かく刻んでいきます。柱などがあるので少し複雑な形をしていますが、一発ではまるんでしょうか。いいよ。一発で綺麗にはまりましたね。加工が一発で決まった時の DIY ヤーと職場の先輩がパチンコに勝った時だけ自慢してくるのは定番ですね。この日の撮影は自己肯定感のとても高い一人でできるマンです。最近の住宅は基本3弱合板の狭い方の幅ですねに合わせてお部屋を仕切るんですが、古民家は勝手が違いますよね。ちょっとだけ板が足りなかったので合板を少し余計に張らなければなりません。まあそれだけ広いお部屋が作れるんですけどね。というわけで床の工事が一段落、次は壁を施工していきたいんですが、この動画の冒頭で出てきた木の窓、これめっちゃ寒いんですよね。風が吹くとガタガタ鳴ってホラーエフェクトを発生してしまいますし、古民家感丸出しでこのままでは不人気物件改善しなければ駆逐してやるということで、この寒い木の窓枠はアルミサッシに変更しようと思います。アルミサッシは新しく買ってもいいんですが買うと高い。過去の物件でアルミサッシを取り外して保管してあるものがあるので、それを引っ張り出してきてここにつけようと思います。雨戸は比較的新しいですね。後付けなんでしょうか。というわけでまずは解体です。もし木製の窓をアルミサッシに交換しようという方がいたらアドバイスなんですが、元々の窓枠より小さいものを取り付けるのをお勧めいたします。広げようと思うと今回の私のようにとても大変な作業になってしまいます。無料でゲットしたサッシを使いたいという欲望からくる失敗です。これは差し詰め安サッシ使いの手間失いといったところか。というわけで新しくサッシを買う代わりに労働していきます。取り付けるサッシは人が通れるぐらいの大きなものなのでこの腰壁が邪魔になります。というわけで解体工事です。
外のトタンを外してみると中は木の板張りになっています。これは鎧張りという工法ですね。今でも町のお稲荷さんや神社などで見かけますね。余談ですが、この鎧張りメンテナンスが大変で現在の住宅ではあまり使われていないですが、私はなんか好きなんですよね。とあるブログであえて鎧張りを使ってサウナ小屋の外壁にしているのを見たんですが、めっちゃかっこよかったです。昔の大工さんのデザインセンスは秀逸ですよね。私も気が向いたら鎧張りのサウナ小屋を作ってみたいなと思っています。もし本当に作るときは動画にする予定なのでお楽しみに。サウナ好きなんですよね。家で入れるとか最高ですよね。おっと、話がサウナに脱線してしまいました。作業は順調に進んで塚が現れたのでサッシの長さから逆算して切断を行いました。サッシを取り付けるための下地は6畳二間の間から外した敷居がぴったりだったのでリサイクル。古材を利用してリフォームしていくのはケチくさいなと思うかもしれませんが、十分強度の残っている古い木はそれ以上痩せたり反ったりしづらいので意外とおすすめです。下手な芯材よりいいと思います。まあでもメインの目的は経費削減ですが。枠の加工が終わったのでアルミサッシの枠をはめていきます。このアルミサッシはですね、私の記念すべき1号物件から取り外したものです。このアルミサッシはその1号物件の2階についていて、ここを開けるとベランダに出ることができるという物件だったんですが、そのベランダがサビサビで危なかったので撤去したら、このアルミサッシを開けると断崖絶壁になってしまったんですね。状態が良かったので取り外して保存しておいたんですが、取っておいて良かったです。いいんじゃないということで、少し水平を調整してから枠を固定しました。この左側の柱がまっすぐだったのが良かったですね。またアルミサッシは下の方にコロを調整するネジがついているので、少しの傾きならサッシで修正することもできます。よし。取り付けの都合上、右側の柱は後から追加して固定しました。これも和室の敷居です。廃材をフル活用していく。これはリフォーム後半の映像なんですが、外側はこんな感じで収めました。もともとのトタンを加工したり、木を取り付けて水が入るのを防いで、さらに雨が入らないようにコーキングを行います。コーキングが乾いてから塗装も行いました。さあ、というわけで寒くてホラーな木の窓枠をアルミサッシに変更する DIY。 初めての作業でしたが、なんとか施工することができました。こんな感じ。窓が少し大きくなっただけでかなり印象が変わりますね。こちらは南面なので最高バッチリでございます。さあ、床とサッシの施工が終わったら次はこれですよね。壁を作っていこうと思います。まずは2階から。こちらのお部屋は2階の6畳2間の和室なんですが、この右側のスペースにウォークスルークローゼットを作って奥の10畳和室と共有できるようにしたいんですね。もともとは階段の廊下ということでサッシはついているんですが、このサッシを壁に変更してしまいたい。はめ殺しちゃえばいいじゃんということで、はめ殺し壁やっていきます。この2階の階段の廊下も何気に広いので、完成したら大きなウォークスルークローゼットになりそうですよね。はめ殺し壁ということで、まずは障子をビスで固定してしまいます。石膏ボードの幅は91センチなので、端から91センチの箇所にこの障子の柱が来るように調整します。間柱を入れるときと同じなんですが、計算しておけば石膏ボードを切る回数が減らせますね。
よいしょ。障子のはめ殺しが完了して下地ができたので、次は石膏ボードをカットしていきます。私は石膏ボードをカットするときはカッターで行っています。石膏ボードの固定はビスを打って行っているんですが、これめっちゃ便利です。石膏ボード用の先端パーツです。インパクトに取り付けられます。この撮影時に初めて使ったんですが、ビスがちょうどいいところで止まるこのビット、とっても便利ですね。石膏ボードは柔らかいので、ついビスを深く打ってしまってパテが大変になってしまったり、最悪突き抜けてしまったりするのですが、このビットを使えばそういう事故がなくなります。近くで見るとこんな感じ。マグネットキャッチもついているのでビスを打つのがとっても楽です。これで作業効率が爆上がりですね。どんどん石膏ボードを打っていきましょう。石膏ボードを固定していく方法は、ビスを打つ他にボンドとステープルで固定していくという方法もあります。ホッチキスみたいなやつですね。新しく柱を設置して石膏ボードを貼るときは後者の方が効率がいいかもしれないです。ですが私は今回のようにはめ殺し壁や土壁に直接石膏ボードを打ったりするので、場所に合わせて工法を変えるとより効率よくなると思います。こちらは裏側のウォークスルークローゼットになる予定のお部屋ですが、こちらにも石膏ボードを3枚固定しました。というわけで間仕切り壁半分が終わったんですが、この右側の壁はですね、出入り口を取り付けたいので建具がつくように少し加工します。まずは出入り口の柱を加工して立てていきます。この木材もこの物件の解体時に出た良さげな木材をキープしておいたものです。まだ仮設置ですがこんな感じになる予定です。この障子はもともとここについていたものです。組子がついていて個人的には結構好きなんですが、ちょっと癖強いですね。薄ベニヤを貼って壁紙を貼れば今っぽい建具になると思います。おっと、廃材活用の弊害が、取り付ける向きを間違えましたね。ここは塗る前にパテをしてごまかしておこうと思います。というわけで出入り口が取り付いて片開きの引き戸もうまく動いているので、こちらも障子をはめ殺しにして石膏ボードを上張りしていきます。この日はがっつり残業して作業を行いました。気まぐれなんですが、霧のいいとこまで終わらないと私今日は帰りたくないという日がたまにあるんですね。かと思えば働きたくない、何もしたくないという社会人失格な日もある村っ気のある私に最適なのがこの一人 DIY ボロ戸建て投資なんですね。さあ、というわけで残業の成果がこちらです。2階の和室とウォークスルークローゼットを仕切る壁が完成です。後ほどパテがしやすいので隙間を作る場合は真ん中がおすすめです。もちろん隙間なしがいいんですけどね。この建具もいい感じで動いています。両面に薄ベニヤを貼って内装すれば蘇ると思います。広さ的に十分なのでこのスペースは建具などを保存して封鎖してしまおうと思います。変な家と思われないように入居者さんには一応説明しておこうと思います。解体編でもう階段は撤去してあるので、ここには新しく床を張って周りの床の高さと合わせていきます。この日は先ほど登場した妹の旦那さんが遊びに来ていた日です。見学だけの予定だったんですが、先ほどご紹介した新型インパクトを大自慢したらビスが打ちたいということで床のビスを打っていってもらっています。いやー、計画通りですね。
というわけで1階の天井を張り根太を並べて2階の床を張ったら階段を撤去した穴が塞げました。次はオークスルークローゼットの壁を直していきます。こちらはビフォーの時に見た割れたガラスがはまっていたここも木の窓枠だったんですね。クローゼットに窓は必要ないのでここは下地を貼って石膏ボードを貼って塞いでしまいます。2階の壁、最後はこちら封鎖スキームということでボロ戸建て投資ではよくある手法みたいなんですが、使わなくなった部屋やスペースを塞いでしまうというパワープレイですね。あとは壁紙が貼れない状態の悪い土壁の上だけ石膏ボードを貼ったら完成。これで2階の大工工事が終わりました。あとは内装を仕上げてきれいにしていくのが楽しみですね。続きまして1階の壁の工事を行っていきます。こんな感じでビフォーの状態は土壁、前回のザ和室なんですが、こんな感じで大壁に大改造していこうと思います。平らな壁を作るために高さ調整の調整材が大量に必要になるので、まずは材料調達。これも解体の時出た薄ベニヤなんですが、丸ノコで刻んでちょうどいい大きさに揃えておきます。こんな感じですね。使い方は後ほど解説しますが、いろいろな厚みを揃えておくと便利です。これは床で余った 12mm 合板、そしてこちらは 3.5mm の合板と 5.5mm の合板、これらを組み合わせて高さ調整していきます。まずは大壁のための下地を作っていきます。この日もね、夜遅くまで作業していると、近くの現場が終わったガス屋さんが様子を見に遊びに来てくれたので捕まえてお話をしました。私は結構話しながら作業するのが好きなんですよね。この日は夫婦円満の難しさについて議論を深めました。今回のこの下地の入れ方なんですが、おそらくプロの大工さんが見ると変わってるなと言われると思います。おそらく普通は柱の上に動物を入れていくのが王道だと思います。このやり方にした理由はですね、グラグラする土壁を抑えるためなんですね。というのも古民家ということで、この土壁がグラグラ動いてしまっていて倒れてくるといけないので、このやり方なら土壁を抑えつつ石膏ボードの下地にできるかなと思って実験です。さあ、というわけで下地が完成したので、あとは石膏ボードを貼っていくだけですね。これも2階と同様にビスで固定をしていきます。コンセントのある箇所はあらかじめ位置を計測してマルチツールを使ってくり抜いておきます。鼻歌混じりにご機嫌に作業する一人でできるマンなんですが、ここには重大な施工不良が見られます。さあ問題です。どこが施工不良でしょう。何これ。ケーブルが下地の上に来てしまっています。悲しいボンミス。私と同じでせっかちな性格の方はお気をつけください。何事もなかったかのように修正したら、先ほどコンセントの穴をくり抜いた石膏ボードを貼っていきます。石膏ボードを加工するために四隅にしかビスを留めていないので、石膏ボードを並べ終わったらあとはビス打ち作業です。下地は1尺5寸約 45.5 センチ間隔で入っているので、まとめて墨を使って印をつけます。
ここでも先ほどご紹介した石膏ボード用のビットが大活躍ですね。何も考えずにビス打ちができるのでとってもおすすめです。新しく入れたサッシに窓枠を取り付けるのを忘れていたので、床作りで余った合板をちょうどいい大きさにカットして窓枠にしてしまいます。後ほど塗装する予定なのでサンダーで研磨しておきます。合板の表面はザラザラしているので研磨をしてから塗るのをお勧めいたします。さあというわけで壁作りが完了して窓枠も取り付いてとってもいい感じ。物件のリフォームで新壁を大壁に変更するのは初めてなので、壁紙を貼ったらどんな仕上がりになるかめっちゃ楽しみですね。このような窓に取り付ける見切り材はホームセンターでも売っています。ですが余った合板で作れば無料です。おすすめ。さあいよいよ内装工事が始まるかと思いきや、何でしょうこの絵面。内装工事じゃないですね。一体何が始まるんでしょうか。まだこの作業が残っております。そう、この物件にはまだ台所がありません。なぜなら台所はもうお風呂になってしまったからです。動画の尺は1時間18分。大丈夫、私の喉はまだまだいけるはず。というわけで長きにわたる大工工事シリーズ、最後はこちら、キッチン作り。対面キッチンを作っていきます。とりあえず現物合わせをしたかったので、前回の物件事務所契約をしてキッチンが不要になった30万円戸建てからキッチンを拝借してきました。この古いキッチン、いやヴィンテージキッチンはあのゴミ屋敷にあったとは思えないほど綺麗だったので、天板を磨いて再利用です。真面目な話、このキッチンは幅が2400ミリある賃貸住宅にしてはとても大きなキッチンなので、お料理好きの方は喜ぶんじゃないかなと思います。私も結構料理が好きなので、大きいキッチンはテンション上がるんですよね。おっと、解説を忘れていました。キッチンを取り付ける位置はあらかじめ決めておいたので、その位置に沿ってさらに現物合わせで対面キッチンにするために壁を作っていきますとお話をしている間に壁ができてしまいました。正直間仕切り壁を作るのとそんなに手間は変わらなかったです。それより難しいのはこちらですね。キッチンのカウンター天板ですね。 L 型にしなければいけないので、45度でカットして入り墨で合わせるという少し難しい作業が必要になります。古民家の天井の形に合わせて加工を行います。危ないので現場は常に清潔に片付けましょう。もし私に親方がいたら毎日お説教を食らっているでしょう。というわけで少し加工が複雑でしたが、カウンター天板の加工が終わりました。こういうところにね DIY 感が出ちゃっていますね。次はぴったり決めたいですね。悔しい。対面キッチンの基礎ができて位置が決まったので、次はこの土壁に手を入れて換気扇口を作っていきます。開口の大きさは施工説明書を見るといいと思います。だいたい私はいつも同じ換気扇を使っていますが、換気扇口の大きさは30センチですね。この作業を行った時はなるべくゴミを出したくなくて土壁の解体は最小限にとどめたんですが、もし次やるならこの部分の土壁を全て壊してしまった方が結果的に早いですね。というのもこの案である竹をカットするのって結構大変なんですよね。
パワープレイも織り交ぜながらなんとか土壁の開口が完了です。石膏ボードを貼って石膏ボードも開口しておきます。これであとは外壁をカットして換気扇を取り付けるだけですね。というわけで次の工程に行きましょう。これは何でしょうか。開封して中身が出てきました。キッチンパネルですね。さすがの高級素材。梱包の丁寧さが違う。1枚1万円ぐらいする高級素材。なんと私はこれ無料で手に入れているんですね。私の弟は昔キッチンの取り付け屋さんで働いていたので、そのつながりで今でも少し反ってしまったり色が合わなくなって新築には使えなくなってしまった余ったキッチンパネルをいただいております。ありがたすぎる。2人の弟に支えられてお兄ちゃん今日も頑張ってるよ。キッチンパネルは不燃素材ということで硬くてカッターでは加工しづらいので、丸ノコやマルチツールまたグラインダーなどを使って加工します。今加工しているのは換気扇とコンセントが取り付く位置の穴開け加工です。加工が終わったらキッチンパネルもお風呂のアルミ複合板と同様に両面テープとコーキングを使って壁に貼り付けていきます。私は普段一番安いコーキングを使っているんですが、プロが使う接着剤は違うみたいですね。不燃化粧剤用接着剤ということで1本いただいたので使ってみました。緊張の瞬間。この両面テープはとても粘着力が高いので一発で位置決めをしなければいけません。というわけでキッチンパネルの施工が終わったのでキッチンを戻して固定しました。このキッチンは対面用のキッチンではないので横が丸見えなんですね。通常ここにはエンドパネルという部材を取り付けるんですが、安いのはデザインがいまいちですしかっこいいものは高いんですよね。というわけで OSB ボードを使って自作しようと思います。 OSB ボードはホームセンターで1500円ぐらいで売っているのでとっても安いです。このように塗装する手間はありますが、いずれにせよカウンターを塗らなければいけないのでついでに自作してみました。こんな感じで OSB ボード塗ると意外とかっこいいですよね。ありですね。着色が終わったらウレタンクリアを吹き付け塗装していきます。テーブル天板とエンドパネルの他にこの日は建具などもついでに塗装しました。吹き付け塗装は準備に手間がかかるのでまとめて施工するとタイパがいいです。そして吹き付け塗装はとっても綺麗にプロのような仕上がりになるのでクオリティ高くていいんですよね。ということでお疲れ様でした。キッチンの部材の塗装が完了し、これは少し先の内装が完了した時の映像なんですが、塗装が終わってとっても綺麗になった部材を取り付けたら対面キッチンの完成ですね。今回初めて対面キッチンを作ってみましたが、意外と作りはシンプルで、簡単とは言いませんが気合でできてしまうものなんですね。やってみてよかった。皆さんも気が向いたら対面キッチン作ってみてください。おすすめ DIY の一つとして登録させていただきます。さて次は非推奨 DIY トイレ新設編ということで、この物件はトイレに難があり便槽を埋めるところから工事を始めましたので、まずは穴を掘るユンボを借りるために特別教育を受けてきました。学科と実技で2日間、費用は2万円弱です。早速ユンボをレンタルしてきて現場へ入場です。
今回はマイクロショベルという1トン未満のとても可愛いユンボをレンタルしてきたんですが、可愛い見た目と裏腹に結構パワーのある頼れる相棒でした。ユンボの操作はほとんどやったことがないので、見よう見まねというか特別教育の実技で習ったことを思い出しながら探り探りユンボを操作していきます。穴を掘り終わる頃には結構操作に慣れてきたんですが、機械を操作するのはとても楽しいですね。というかちょっと欲しいですね。ですが妻へのプレゼンが通る自信がないので、しばらくは穴を掘るときや抜根を行うときなどはレンタルをしてユンボを使ってみようと思います。こんな感じで結構深い穴なんですが、ユンボを使えばあっという間に掘れてしまうんですよね。やはり仕事効率に必要なのは道具ですよね。やっぱ欲しい。ちなみにユンボは中古でも結構なお値段します。穴が掘れたらお風呂編で活躍した激安くんで土を固めて、さらに砕石を敷いて転圧していきます。こちらが便槽、トイレから流れる水を溜めておくタンクですね。掘った穴に設置していきます。なんとか気合で便槽を埋めることができました。この便槽のすぐ隣がトイレになる予定です。こちらにも穴を掘って便槽とつながる配管を取り付けていきます。なお配管やマンホールなどはすべて便槽に付属しているので、購入したらすぐ施工ができます。なんとパイプ同士を固定する接着剤まで付属しておりました。リクシルさん、さすがです。注意点として、周気管という煙突を取り付けた方がいいんですが、こちらは別で購入する必要があります。周気管とは便槽の匂いがトイレに戻ってこないようにする煙突のことですね。メーカーのリクシルさんに状況をご説明して、簡易水栓を取り付けるときに周気管を取り付けた方がいいかとお電話させていただいたところ、とっても丁寧に教えてくださいました。リクシルさん、さすがです。配管の接続ができたので、水がちゃんと流れるかテストします。良さそうですね。このまま水を張って埋め戻そうと思います。ユンボは1日しかレンタルしておらず、埋めるときは手作業で行いました。掘るよりは全然簡単なはずなんですが、手作業でこれを行うとユンボの偉大さがわかりますね。便槽の設置が終わったので、次はトイレの中を仕上げていきます。床を張る前に水道管を引いてきます。というわけで配管が完了です。この扉ももう使わないのではめ殺して、内側には石膏ボードを貼ってお部屋にしていこうと思います。
このスペースはもともと仏間だったところなんですが、ここは塞いで壁にしてしまいます。というわけでここでもはめ殺し壁で間仕切り壁を作っていきます。さあというわけで新しく便槽を埋めて配管もしお部屋も新たに作るという結構大変なトイレ新設工事でしたが、あとは内装をしてトイレを置くだけです。終わりが見えてきましたね。さあというわけで一度ここで労働の成果を確かめていきましょう。石膏ボードを大量に使い無駄な出入り口は塞いで、リビングは土壁を大壁に大変更。木の窓も出入りができるアルミサッシが取り付いてとても明るくなりましたね。トイレは移動して空いたスペースはパントリーに、そして謎の収納と仏間をつなげてトイレに変更です。さらにリビングには広めの対面キッチンが取り付いています。ここまで大工事でなかなか時間がかかりましたが、ここから先は私のお箱、内装工事の始まりだ。いやー待ってました。ここまでは割と地味な作業でしたが、ここから先はリフォームの花形、内装工事、みるみる物件が綺麗になっていく様子をお楽しみくださいませ。というわけでまずは下準備です。大工工事と同じでこういった地味な作業が仕上がりを決めるんです。手を抜かないように。まずは石膏ボードや塗装を行っていく木部のへこみ、つなぎ目、穴や節など具合の悪い箇所、隠したい箇所をパテ付けしていきます。深い場所にはパテを2度付けします。さあどんどんいきます。パテが乾いたので次は研磨作業。足場を移動させながらサンダー片手にガンガンパテを研いでいきます。普段木部を塗るときは雑巾がけぐらいしかしないんですが、ここはさすがに古民家だけあって木の表面にものすごいアクや汚れが浮いてきていたので、目につきやすい箇所はついでに研磨を行いました。木材は研磨してから塗るととっても綺麗になります。手間はかかるんですけどね。というわけで必死の形相で研磨を行う私と、研磨作業が進むに従って粉が舞い視界が白くなっていく様子をお楽しみください。というわけで研磨が終わり粉が積もって大変なことになっている物件と私ですが、ブロワーを使って粉を払っていきます。この研磨をする作業は DIY の中でも一番働いた感が出る作業ですね。とても大変で疲れますが、この日のビールは美味しいのが確定します。次は塗装作業に移っていきたいんですが、その前にですね、雑巾がけを行うと衝撃、こんなにも茶色くなりますね。これは先ほど研磨した木の粉とアクが混ざった汚れですね。今回は白いペンキを塗る予定なので、そのまま塗るとこの粉が塗料に混ざって茶色くなってしまいます。最も初歩的でだが効果の高いアク止め処理、それが水拭きです。これ見てください。ざっとしか拭いてないのに透明だった水がこんな茶色くなっちゃいました。アクの力恐るべし。さあというわけで塗装の準備に入っていきましょう。まずはリビングと天井から白いペンキを塗っていきます。この一斗缶は前回の物件で使った余りなんですが、蓋を開けてしまって攪拌したいので缶切りを使って開けていきます。ちょっとね缶切りがどっか行っちゃったんでダイソーで買ってきたんですが、その時に面白いなんかいい仕事しそうな変わった缶切りがあったのでそれも買ってきました。こちらですね、ボトルオープナーということで物は試し、ちょっと使ってみようと思います。買ってきたはいいものの使い方がよく分かりませんね。
ちょっとなかったことにして、いつもの缶切りで蓋を開けていくことにします。先ほどお話ししたようにアクがとても厄介なので、アクの影響を受けにくい油性塗料を私は使っています。そして油性塗料も推しの数ほど種類があるんですが、私のおすすめはこちら、ロックペイントのダイナロック3という油性1液ウレタン塗料です。この塗料はポースターという規格で内装の使用に制限がありませんし、その割に外壁も塗ることができてしまいます。それほど丈夫い塗料ってことですね。これ一つで外も中もいける、めっちゃ便利。リンスインシャンプーって感じですよね。さらに弱溶剤ということで、使われているシンナーが強力ではないので、木材に塗った時に木へのダメージも少ないと思います。今回は大面積を塗るので、一斗缶から直接塗料を塗っていきます。缶切りで切ったところは危ないのでお気をつけください。細かいところはこのハケで塗って、大きな面積はこのローラーを使って塗装していこうと思います。というわけで塗装を行う準備ができたので、まずは高い位置から天井ですね。天井から塗装していきます。いくら気をつけて塗っても塗料は必ず垂れると思って、上から下に塗っていくといいですね。下から先に塗ってしまうと、上を塗った時の塗料が飛び散ってしまって仕上がりが悪くなってしまいます。私は結構塗装の腕には自信があって、下に一滴も垂らさないように綺麗に塗ることも意識すればできるんですが、下に塗料が垂れてもいいように仕上げる順番を工夫したり、ブルーシートを敷いたりすると確実に手が早くなりますね。垂れてしまっても大丈夫という状況を作ることが大事です。今回はまだ壁紙も貼ってありませんし、床も全然汚してもいいので、スピード重視、のっけからトップギアで施工していきます。というか、そのぐらいのスピードじゃないとおそらく今日は帰れません。早く帰ってビールが飲みたい。早く帰ってビールを飲むためにハケにもこんな細工をしていきます。こんな感じで布を巻いておけば、垂れる前に布が塗料を吸ってくれるので、上の方をハケで塗っていくときはとても楽になります。これでさらに作業効率爆上がりですね。成人の集中力持続時間の平均は50分だそうです。50分頑張ったら3分 X を見てもいい、そのような制約と制約を自らに与え、仕事効率を上げていく。そう、これがラットレース塗装。さながら馬の鼻先に人参をぶら下げる、そんなセルフブラックな私ですが、作業はどんどん進行していっています。塗り方さえ覚えてしまえば似たような箇所ばかりなので、だんだん手が上手くなってきてスピードが上がってきました。今日中にこの白塗装1回目終わらせてしまいたいですね。そうなんですね。白は透けやすいので必ず2回は塗らないといけないというのが白いペンキの弱点でもあります。その分見た目は抜群なんですけどね。こちらは玄関なんですが、ここを解体するのを忘れていました。ここはもともと障子がついていたのか上に鴨居があるんですが、玄関から上がった時に頭にぶつかりそうになるので、ここは解体して板を張り塗装してしまおうと思います。というわけで1度目の塗装が終わった状態がこんな感じです。透けてしまって木目がまだ見えていますよね。これは2度塗りすれば治るんですが、これが問題、木の割れ部分ですね。
こういった木の割れや節などは塗る前はとても分かりづらいんですが、一度ペンキを塗るととても悪目立ちします。さらに2回塗ったぐらいでは埋まりません。なので一度塗って不具合が見やすくなってから、この白いパテで繕っていきます。さあ、白塗装2周目いってみましょう。塗料がもうなくなってしまったので、新しい塗料を開けました。だいたいこの物件の白い箇所を全て塗るのに1斗缶弱ぐらい使いましたね。ちなみにこの塗料1斗缶で14,000円ぐらいです。2周目の塗装は2階からです。先人が一度白塗装を行ってくれてあるので、私は一度塗るだけで OK。 何気にありがたい。水性のエナメル塗料などを塗るときは油性の上に塗装すると相性が悪いことがあるので要注意です。この2度目の塗装が仕上がりになるので、ムラのないように綺麗に仕上げる必要はあるんですが、1度目の塗りと違って吸い込みが少ないので作業自体は楽なんですよね。スピードもだいたい 1.5 倍ぐらいで進んでいきます。2階の塗装が終わったので1階に降りてきてリビングを塗装していきますが、動画でもどんどん綺麗になっていく様子が分かりますね。1度目は吸い込みやムラがあるおかげで汚く見えますが、2度塗りを行うとこんなに綺麗になるんですね。下の素材の状態や塗料の種類、また塗っていく時の厚みなどで何度塗りで綺麗に仕上がるかは変わりますが、私の感覚だと2回塗ればほとんどの問題は解決できます。もちろん3度塗り4度塗りと塗り重ねていけばさらに綺麗にできます。というわけで白の塗装が完了です。翌日物件に来てみると、おいほらうんこするな。いつの間にかツバメが入ってきておりました。せっかくの幸せを運ぶツバメですが、塗りたてのペンキの上にあれをしてほしくないので、というかちょっとされちゃったのでご退出いただきました。次はこの色を塗っていきます。グレーですね。リビングは見た目重視で全て白で塗りましたが、このグレーという色はとても便利です。見た目も重たくなくてとってもおしゃれですし、白より透けにくいのでうまく塗れば一度塗りで仕上がるんですね。時短もできてかっこいいグレー塗装おすすめです。こんなところもグレーで塗ってしまいます。床の間の床柱ですね。和室なんでグレーが似合わないかと思いきや意外とありなんですね。建物の塗装が終わったら次は建具を塗装していきます。状態が良ければここは塗らないことも結構あるんですが、今回の物件ではこんな感じで購入してきた建具を加工して取り付けたり、またこのように使わなくなった廃棄する建具をリメイクしてドアとして作り直すという工事を行ったので、ほとんど全ての建具を塗装するか壁紙を貼って仕上げました。ちょっとね、尺の都合上建具編は総集編に入れなかったので、もし建具をリメイクしたり制作する様子を詳しく見てみたいという方は個別動画建具編でボロボロの建具を直していく様子や塗装をしたり壁紙を貼ってきれいにしたり、またドアノブも DIY で取り付けていたりと詳しくご紹介していますので、よかったら見てみてください。この総集編ではさらっと簡単にご紹介します。こちらは2階の建具なんですが、もともとは障子だったものに木を追加して薄ベニヤを貼り開き戸としてリメイクしました。こちらは中古で購入したドアなんですが、ちょっと汚かったのでキッチンカウンターなどを吹き付け塗装するときについでに物件を白く塗った同じ塗料で吹き付け塗装を行いました。ちなみにこのドアはリサイクルショップで譲っていただいたんですが、
ドアノブと蝶つがいのついたドアが5枚でなんと5000円、つまりこれ1枚1000円なんですね。激安でございます。この物件は間取り変更も多かったので、建具を合計6枚改造したり新調したりしましたが、先ほど吹き付け塗装を行ったリビングのドア以外はこんな感じで物件で塗装を行いました。塗装が終わったら次はこれです。壁紙の施工です。この物件は白の壁紙だけで施工しましたが、3種類の白い壁紙を使いました。似たような色で柄が違います。使い分けは動画を見ながら解説します。私は糊なし壁紙というものを買っているので、自分で壁紙に糊をつけて施工する必要があります。こちらが壁紙糊付け機といって、壁紙に糊をつけていく機械になります。本職の方が使う機械なんですが、新品で購入すると20万円以上する高級な設備です。私は本職ではないので、本職の方が使い古した中古の壁紙糊付け機をヤフオクで激安ゲットしました。壁紙を貼るときに使う道具はこんな感じです。金ベラにハケ、壁紙用のカッターに竹ベラ、ヘラやローラー、コンベックスを腰袋に入れて作業します。壁紙糊付け機はとっても便利な機械で、ここに寸法を入れると入力した寸法だけ糊がついた壁紙が出てきてくれるんですね。このおかげで施工効率は爆上がりでございます。基本的に理由がなければこの SD1505 という石目模様の壁紙を使って施工を行っていきます。この壁紙を使う理由は安いからです。普通は量産クロスは1メートル200円なんですが、こちらはアーバントラストさんのセールで100円で購入したので半額なんですよね。半額最高。というわけで白い壁紙を貼りたいときは特に理由がなければこの壁紙を使っています。セールで1000メートルまとめ買いしたこの激安壁紙なんですが、もう半分以上消費してしまったんですよね。アーバントラストさん、次のセールをお待ちしております。まずはパントリーから壁紙を貼っていっております。ところ変わってこちらはリビング。リビングも同様に100円壁紙を施工していきます。壁紙を貼っていくとき、脚立から登ったり降りたりするのは大変なので、脚立に登ってしまったら上の作業は一度で終わらせてしまう。こんな感じですね。合わせ切りを上だけ行って、あとは地面から手が届く高さの作業だけ残すようにしていくと効率がいいと思います。私は糊がつかないフィルムを使っていないので、壁紙を合わせ切りするとすでに貼った壁紙に糊がついてしまうんですが、すぐに雑巾で拭き取っておけば今まで施工不良になったことはないですね。糊はしっかり拭き取らないと後から黄色く変色して見た目が悪くなってしまうので、拭き残しのないようにしっかり拭き取るようにするといいと思います。という感じで抑えるべきところは抑えつつ、スピード重視でガンガン壁紙を貼っていきますが、物件がどんどん白くなって綺麗になっていきますね。この壁紙の作業はやればやるだけ物件が綺麗になっていくので、とっても楽しい作業ですね。リビングの壁紙が終わったら次は2階に移動して、こちらは10畳和室ですね。10畳和室も先ほどと同じ白い壁紙を貼っていきます。このグレーの柱に白の壁紙は癖がなくていい感じなんですよね。たまにこの配色がかっこ悪いというアンチコメントをいただくこともあるんですが、圧倒的に少ない気がするので、やはり嫌われづらいデザインだと思うんですよね。負け惜しみを言うと、戸建て賃貸はお客さんを一組見つければいいので、全ての方に好まれるデザインじゃなくても大丈夫なんですよね。というわけで批判的なコメントも参考になる時もあるので、お気軽にコメントください。アルゴリズム的にコメント数は結構重要みたいなんですよね。おっと、めたい話はやめて解説に戻りましょう。この廊下は縦ストライプの溝があるタイプのプリント合板が貼ってあったので、ここに使える壁紙があります。
こんにちは。どうもいい畑。いつも仲良くしていただいているご近所のマダムなんですが、この物件の隣にある畑はもう使っていないので、よかったら無償で貸すよと言っていただいたので、草を買って耕してみて何か野菜を植えてみようと思っています。結構ね、大きな畑なので、もしかしたら素人 DIY 農業編ということで動画にするかもしれないのでお楽しみに。さて、動画では廊下の壁紙を施工していっていますが、先ほど解説が途中だったこの縦筋が入ったプリント合板、築古戸建てによくある合板ですよね。ここは教科書通り施工するなら全ての筋にパテを入れないといけないんですが、とっても時間がかかりますしめんどくさいので、私はこのまま壁紙を貼っていっているんですね。ですが壁紙が乾いた後、跡が出てきてしまうんですね。そこでこの縦ストライプの模様の入った白い壁紙を貼っていくと、あら不思議、乾いた後跡が出てきても全く目立たないんですね。私は今のところこの縦筋入り合板の時は縦ストライプ壁紙を全ての物件で施工していますが、後から見返しても不具合が出てきているのは今のところ見ていないですね。対面キッチンの背面は後から石膏ボードを貼ったので、ここを仕上げて壁紙は終了です。というわけで壁紙編終了です。この物件はほとんどの壁に壁紙を貼り直したので、250メートルほど大量に壁紙を貼りました。そのおかげでとっても綺麗になりましたね。内装の工事、最後を締めくくるのは床の工事です。床にクッションフロアを貼っていきます。天井、壁、そして床が施工し終わるとボロボロだった物件がとっても綺麗になるのでお楽しみに。早速クッションフロアをカットして貼っていきたいんですが、こちらは玄関ですね。ところどころ床が緩い箇所があるので、部分的に切ってしまって新しい合板を貼っていこうと思います。これも築古戸建てでよく見る昔のフローリングなんですが、あまり質が良くなくて合板の中の接着剤が劣化して裂けるチーズ状態になっていることが結構あるんですよね。もし根台や土台にシロアリが入っていたら天板の交換だけでは治らないんですが、この辺りの床周りはシロアリがないのを確認済みなので、そういう時はこの古い合板の劣化を疑ってみるといいと思います。高さが変わってしまいますが、合板を増し張りするのでも治ります。こんな感じでパッチワークですが、床の高さを変えずに施工できるのがこの工法のメリットです。このままクッションフロアを貼ると跡が出てしまうので、パテをして塞いでいきます。床にパテを打つときは床用のパテを使うのを推奨いたします。壁紙用のパテだと人が歩く衝撃ですぐボロボロになってしまうので、床用のパテはセメントっぽいというか、乾くととても硬くなって踏んでも大丈夫な素材になっているので、床用のパテを使ってください。アースタックなどがメジャーですね。水でよく練ったら素早くパテを施工していきます。慌てず急げ。季節にもよりますが結構すぐ固まってしまうので手早く行いましょう。パテが硬化したら研磨していきます。床用のパテは乾くととっても硬いので厚塗り厳禁です。研磨も80番ぐらいの粗いペーパーで行うといいと思います。激しいリフォームのせいで床が結構荒れているので、クッションフロアの仕上がりが良くなるようにパテをしない箇所も念のため研磨をしておきました。下準備が終わったのでクッションフロアをカットしていきます。こちらは通りのクッションフロア CF9504、 私がいつも愛用しているクッションフロアです。まずはリビングにロールのクッションフロアを広げて大まかにカットして並べていきたいんですが、このクッションフロア1本20メートルあってかなり重たいので、もしこれを扱う場合は腰をやらないように注意してください。結構ね、腰にくる重さです。クッションフロアは最大20メートル巻きの幅が182センチの素材です。ぴったり使い切りたい場合はしっかり計測して計算した方がいいですが、おおよそでよければだいたい1畳1メートルと覚えておくと材料の購入の時悩まないと思います。8畳なら8メートル、6畳なら6メートル。今回のリビングは18畳なので18メートルあれば貼れる計算になります。
クッションフロアの施工で難しいのは、こういった柱をまたいだり壁が複雑な形状をしている時ですね。こういう場合は柱の部分で一度切って向こう側でつなげなければいけません。というわけで見ていきましょう。まずは柱以外の部分の余計なクッションフロアをカットして位置を決めてしまいます。位置が決まったら、柱の向こう側に行く部分のクッションフロアを垂直にまっすぐ切れ目を入れて、クッションフロアを二股にします。無理やり伸ばそうとすると破れてしまうかもしれないので、動きに無理がありそうだったらこんな感じで切れ込みを少しずつ入れながら伸ばしていくと失敗が少ないです。余計な部分のクッションフロアをカットして柱の向こう側で継いだら完成。余分な部分を切るときはこんな感じで三角形を作る意識で、しっかり際までクッションフロアが折れているとうまくいきやすいです。またこんな便利な道具もあります。こちらはパーフェクトカッター、パー切りっていうやつですね。こんな感じでとっても簡単に、おや、ドヤ顔で解説をするところでしたが、このパー切れはまだ買ったばっかりで使いこなせていません。少し刃の出具合を調整したらとてもいい仕事をしてくれました。私のようにスピード重視で適当に作業していると、こんな感じでうっかり切りすぎてしまう時もあります。ですがまだまだ修正可能なので、ごまかし方を解説。まずはフロアと木目が合うようにカットします。それをこんな感じで無理やり押し込んで、ヘラでガッと押さえて、カッターでさっと切る。伝わりましたかね。もしクッションフロアを DIY するときは、このような修正のないように慎重に作業されることをお勧めいたします。すべての床のクッションフロアを切り終わったら、あとはクッションフロアを貼っていきます。貼り付けに使うのは便利ダイン FL というクッションフロア専用の糊を使って作業します。付属のギザギザのヘラ、クシベラを使って均一にボンドを伸ばして、元の位置にクッションフロアを伸ばすように広げたら、クッションフロア同士が重なっている箇所を合わせ切りして、余計な部分のクッションフロアをカットして圧着したら施工完了です。玄関が完成したのでちょっと休憩。とっても綺麗になりましたね。さあまだまだ作業が残っております。こちらは洗面脱衣所ですね。クッションフロアの貼り方はいろいろな方法があるみたいなんですが、私のやり方を解説してみようと思います。まずは微調整のためにジャンプですね。このテクは結構使えるので、ぜひ真似してみてください。クッションフロアを部屋全体に広げたら、先に部屋の形に合わせてカットを済ませてしまいます。カットが終わったら、位置がずれないようにクッションフロアをめくり上げて半分ずつ貼っていきます。こうすることでカットした時の位置がずれないようにクッションフロアを貼ることができます。ボンドを塗る時の注意は、端の方を特に塗り残しがないように気をつけることです。端の方にボンドの塗り残しがあると、そこからクッションフロアが剥がれやすくなってしまいます。お部屋の半分ボンドを塗り終わったら、クッションフロアを元に戻します。あとは反対側も先ほどと同じようにクッションフロアをめくり上げてボンドを塗り、またクッションフロアを元に戻す。そんな感じでいつも施工しています。
クッションフロアを戻したら、最後にしっかりクッションフロアがボンドとくっつくように圧着を行います。圧着を行う専用のローラーもあるんですが、私は雑巾やこのようなボトルなどで代用しています。この作業をリビングも繰り返し、無事1階のクッションフロアすべて施工完了です。めっちゃ綺麗になりましたね。続いて2階のクッションフロアも貼っていきます。こちらは階段を上がった廊下の部分ですね。変則的な L 字型の形ですが、クッションフロアは幅が182なので1枚を加工して施工しました。そして和室の方なんですが、ここまで洋室化工事をすると家賃が高くなってしまうので、プラダンを使って下地を作り、畳の上に直接クッションフロアを施工してみました。新設したトイレにもクッションフロアを貼っていきます。トイレだけクッションフロアの柄を変えてモルタル調のクッションフロアを貼っていきます。この商品は最近型が変わったようで、過去の動画では違う型を言ってみましたが、現在は通りの CF9649 という型番みたいですね。というわけで、このトイレにクッションフロアを貼れたら床の施工は完了です。トイレの床が仕上がったので、次はトイレを設置していきます。今回は便槽につなげるトイレということで、簡易水洗トイレを取り付けます。まずは付属しているフランジを床に固定します。今回床は木製なので付属のビスをそのまま打ちました。床がコンクリートの場合もコンクリートプラグが付属しています。至れり尽くせりでございます。フランジの固定が終わったら、とりあえずトイレを乗せてみます。よし OK。 よし OK が出たら、フランジの隙間をコーキングで塞いでおきます。確か施工説明書に指示があったと思います。再び便器を乗せたら、スタッドボルトにナットを締めて便器を床に固定します。次はタンクと便器の金具の接続ですね。ここを接続することで、タンク側のレバーを引くと便器側の金具が引っ張られてお水が流れるっていう仕組みです。さあどんどんいきます。タンクに給水栓を接続します。最後に便座を乗せて施工完了です。私はいつも便座付きのものを買っていますが、簡易水栓対応のウォッシュレットもあるみたいです。水栓を開いて通水テストを行います。バッチリ動いていますね。トイレの取り付けうまくいきました。こちらはおまけ映像ということで、これから入居していただく方のリクエストで換気扇を取り付けてほしいというご要望があったので、引き渡し前にトイレ用の換気扇も取り付けさせていただきました。もうね、入居していただけるならこのぐらいの工事は喜んで私はやっております。もしこれを見ている方で私の物件に入居予定があって商談になったら、ぜひ無茶ぶりをしてみるのをお勧めいたします。言うだけなら無料です。換気扇が無事取り付きましたが、なんとペーパーホルダーをつけるのを忘れていたので、この日はついでにペーパーホルダーも取り付けておきました。続きまして、洗面化粧台の取り付けです。洗面所には水道配管や排水管が来ているので、洗面化粧台の施工説明書を読みながら、この配管を少し加工して取り付けていこうと思います。いいんじゃない？ぴったりですね。私はなるべく陶器製の洗面化粧台を買うようにしていますが、こちらの洗面化粧台とっても重かったですね。ジャニス工業さんというメーカーの洗面化粧台でしたが、値段の割に洗面ボールがとっても綺麗でしっかりしていましたね。おすすめかもしれません。次は給水給湯管を接続していきます。今回は華僑ポリエチレン管華僑ポリを床下から伸ばしてきているので、華僑ポリ用の接続金具を使って洗面化粧台に接続していきます。やってしまいました。この洗面化粧台の下の方には化粧板が取り付くんですが、配管を隠すための穴隠しが入らなくなってしまいました。残念。失敗を糧に強くなるんだ、一人でできるもん。配管の穴隠しは後付けできるものを後ほど購入するとして、気を取り直して作業を続けていきます。というわけで、こちら先ほど言っていた化粧板ですね。配管が来る位置を計測して穴開け加工を行っていきます。このぐらいの穴じゃないと通らないんですね。ショック。まあね、最終的に穴隠しをつけるので問題ないでしょう。というわけで、穴開け加工をした化粧板を取り付けていきます。排水トラップを取り付けて、先ほど途中まで施工した給水管給湯管を洗面化粧台に接続していきます。というわけでバッチリ決まりましたね。あとは水を通してチェックしてみて、問題なければ洗面化粧台下部分の取り付けは完了ですね。なんですが、リフォームあるある。水道管に空気が混ざっていて爆発してしまいました。周りがね汚れちゃったので、お掃除をして再度チェックします。
チェックすべきポイントは水が漏れていないか、これにつきますね。しばらく観察して水道管から水が漏れているようならやり直しですね。今回は一発でうまくいきました。これで問題なさそうなので洗面化粧台を壁に固定します。ビスを打つ場所は決まっていて、あらかじめ下地が入っていて穴が開いてるんですが、この物件の洗面化粧台の裏はタイルとモルタルなので、穴開けを行ってコンクリート用のビスで固定をしていきます。続いて洗面化粧台の上部分、ミラーキャビネットを取り付けていきます。せっかくね、新品の洗面化粧台なので穴開けなどを行ってホコリがつかないように商品が入っている袋などで養生をしておくといいですね。こちらはセットで販売されていたものなので、施工説明書が共通になっているので、その手順通り作業を行うようにしています。ちょっとね、早送り多めで急ぎ足でしたが、洗面化粧台の施工無事完了しました。個別動画洗面化粧台取り付けでは取り付けの手順などを詳しく解説しているので、もしご興味があればそちらを見てみてください。最終章外交編。前回までで内装のリフォームがほぼ完了したので、早速写真を撮って埋足を作り入居者募集開始しました。というわけで入居者さんが決まるまでの間に外構工事を行いたいと思います。と言いつつまだキッチンの換気扇を取り付けていなかったので、トタン外壁をグラインダーでカットしてまずは換気扇を取り付けていこうと思います。サクッと開口を行って換気扇カバーがうまく取り付くかチェックして、開口部分の微調整を行ってから換気扇を取り付けていきたいと思いますが、この外壁見れば見るほどひどいサビッサビですね。はるか昔塗装を行った形跡がありますが、見るも無残、ほとんど剥がれて錆びてきてしまっていますね。これはあかんですが、今の作業に集中しましょう。というわけで屋内に戻って換気扇を取り付けていきます。取り付け方はとってもシンプル。付属の金具をセットして枠に換気扇をはめ込んだら、金具を締めていくと突っ張り棒のような感じで枠にボルトがめり込んでいって固定されるっていう感じですね。換気扇カバーとの間に隙間ができてしまうので、しっかりコーキングをして水が入らないようにしておきます。塗りたいというわけで、持病の塗りたい病が発病してしまったので、外壁を塗装していこうと思います。思い立ったらすぐ行動。高圧洗浄機を借りてきましたが、これめっちゃいいやつ。ケルヒャー K5 プレミアムサイレント、憧れのフラグシップ高圧洗浄機ですね。私も欲しい。新しい工具欲しい病まで発病してしまいそうでしたが、なんとかこらえて壁の高圧洗浄を開始していきます。いやーすごい、さすがケルヒャーのフラグシップ高圧洗浄機でございます。みるみる汚れが落ちていくんですよね。こちらの K5 プレミアムサイレントにはノズルが2つついていて、高圧の水が回転しながら出てくるっていうやばい動きをするんですよね。これがめちゃくちゃ汚れが落ちるんですね。さっきネットで調べてみたらサイクロンジェットというらしいです。サイクロンジェット強そう。そんな最強のモードサイクロンジェットが楽しすぎて不完全燃焼だったので、屋上も高圧洗浄しておいたところ、この屋上も塗りたくなってきちゃいました。もうこの病止められません。というわけで外壁の高圧洗浄が完了したんですが、適当に止めてあった軽トラこんなになっちゃいました。いい機会かもしれません。高圧洗浄のついでにこのいつも活躍してくれている相棒の軽トラも高圧洗浄していきます。すっきりということで、めちゃくちゃ楽に綺麗になりますね。やっぱ欲しい。というわけで高圧洗浄を行った日は壁が濡れてしまっているので、違う作業を行って、こちら翌日の様子ですね。よく晴れて外壁塗装日和ですね。なんですが、ずっと放置しているこの木がどんどん伸びてきてしまってとっても邪魔なんですよね。またこの木は物件にとても近くて、放置しておくと後々悪いことが起きそうなので伐採していこうと思います。無事事故もなく木が倒れてくれました。もう何本も木を切り倒したおかげで技術が向上しているみたいです。木を切るって楽しい。今回は全力ダッシュをせずに済みました。切り倒した木このままでは一人で運べないので、ついでにカットして焚き木にしようと思います。運びやすい大きさにカットして1年ほど放置しておけば焚き木になると思います。
ちなみにこちらはハゼの木、何の木なんでしょうかね。ちょっとわからないんですが、広葉樹っぽいのでキャンプファイヤーにうってつけですね。自作の薪ということで、キャンプに行った時子供たちにドヤ顔で自慢していこうと思います。今回はこちらを使ってみました。アサヒペン、サビの上からそのまま塗れる油性超耐久シリコンアクリルトタン用スーパーということで、ウェブサイトの成分表を見ると防水効果のあるベンガラ、また紫外線に強い成分、そして金属との密着を上げる成分など良さげだったので、こちらを使ってみようと思います。要するにサビの上からそのまま塗れて超耐久塗料っぽいということでございます。他の塗料と精密に比較したわけではないので、ご参考程度によろしくお願いします。まずは塗りやすそうなベランダから塗れる外壁を塗装して塗料の感じをつかんでいきます。メインはこちら北側なんですよね。こちらは波型のトタン、めっちゃ塗りにくい波型のトタンでございます。この波型トタン、私は塗装するのが初めてだったんですが、凸凹が深く、普通のローラーだととっても塗りにくい形状をしているんですね。へこんだ部分に塗料が回らないという感じです。そんな塗りにくい波型トタン、楽に塗れるローラーというのをいくつかホームセンターで購入してきたので、実験を行いたいと思います。3種類のローラーを買ってきていたので、どのローラーがトタンを塗るのに楽なのか検証していこうと思います。ちなみにこんな感じで3種類、毛の長さと値段がそれぞれ違います。選考の基準はもちろん値段とホームセンターで触って良さげだったという私の主観です。というわけで早速検証していく。まずはエントリーナンバー1、吉川産業さんの塗装ローラーバラ。ピンク色で美味しそうですね。ふわふわでございます。さすが 25mm、 デコボコにも追従しそうで期待度大です。早速塗っていく。これはいきなり優勝かもしれません。ちょっとめたい話なんですが、この撮影の直前まで毛の短い匠の技を使って苦労して塗っていたのですが、これ一撃で塗れちゃうんですよね。ちょっと感動しているところでございます。強いて言うなら気をつけるべきこととして、毛が長いので塗料の含みが多く垂れやすいなと感じました。しっかり伸ばさないといけないですね。続いて私がよく使っているローラー、匠の技なんですが、こうして比べてみると一目瞭然ですね。毛の長さって大事だったんですね。やはり道具は適材適所。波トタンにベストのローラーではないみたいでした。平面だととてもいいローラーなんですけどね。一応補足として、波トタンを塗れないことはないですし、毛が短いということは塗っている最中へたりにくいということだと思うので、気合でカバーできる方はありかもしれません。最後はこちら、大塚化さんのオールワン 20mm でございます。私はマルテイ信者なので500円と少し高額でしたが、マルテイさんを信用して購入してみました。触ってみると独特の弾力がありますね。これはへたりづらくて大面積を塗るときはいいかもしれません。装着して早速塗ってみます。なるほど、これは確かに高いローラーっていう感じがしますね。塗料をたくさん含む割に吐き出し量が均一で、割と厚く塗れるけど垂れづらいっていう感じですね。ですがその弾力が波板を塗るときは邪魔をしてしまうみたいですね。波板のへこみ部分に届いてくれないですね。この物件の南面は波板ではないので、南面を塗るときに使おうと思います。というわけで第1回波トタンを塗るのにどのローラーが一番楽なのかグランプリ、優勝は塗装ローラーバラ吉川産業さんでございます。おめでとうございます。なお今回は地方大会になりますので、我こそはという方はコメントで教えてください。というわけで今回購入した中で波型トタンベストローラーが決定したので、作業効率が大幅アップ。効率がいいというだけでご飯3杯はいけるので、気合を取り戻しどんどん作業を進めていきます。南面に移動してベランダから塗れなかった箇所を塗装していきます。あの手この手で脚立を伸ばしたり縮めたり、伸縮棒を伸縮させながら上から順に外壁を塗っていきます。いや、意外と届くもんですね。というわけで外壁塗装完了です。ビフォーアフターを見ていきましょう。今回は錆止め目的で塗装を行いましたが、見た目も結構良くなりましたね。ナスコンありですね。よし、ようやくリフォームが完了と思った矢先、事件が起きました。雨漏りです。原因はこちら。ケルフェア K5 プレミアムサイレンのサイクロンジェットが楽しすぎて調子に乗り、ベランダも高圧洗浄したところ、コーキングが切れかかっていたところにとどめを刺してしまったみたいです。ここは先ほど高圧洗浄していた真下なんですが、明らかに雨漏りしていたので天井を外してみたところ、こんな感じ。
水が漏れて滴り落ちてしまっています。こちらが問題の箇所です。もうコーキングの耐用年数が過ぎているんでしょうね。とどめを刺したのは私ですが、問題の早期発見、ここは開き直って雨漏り修繕やっていくというわけで、まずは現地調査。おそらく原因は先ほどのベランダで確定なんですが、疑い出したらキリがない。疑いの眼差しで屋上も調査してみたところ、屋上も簡易防水塗装を行うことにしました。カッタースクレーパーで古いコーキングを取り除いていきます。こちらの増築部分の屋上、2階の屋根裏から状態を確認してみましたが、まだ雨漏りの形跡はありませんでした。問題がなければいつもならそのまま行くこともありますが、今回は塗装を行うと決めたので、この際コーキングを打ち直しておいた方が良いと判断しました。リフォームはどこまで直すか常に悩んでしまいますよね。お金をかけたくないという気持ちと、やってしまって安心したい気持ちが常にせめぎ合っている。この悩みは私だけではないと信じたいです。コーキングの除去が終わったので、新しくコーキングを打ち直していこうと思います。というわけで、こちら変成シリコンシーラントでございます。塗装の下には変成シリコンシーラント、塗装の下には変成シリコンシーラントと覚えてください。こちらも屋根裏から見て雨漏りの形跡はなかったんですが、パックリ開いていて気持ち悪いので塞いでいこうと思います。ここは見える箇所ではないので、見た目は気にせず穴を塞ぐというのを優先していきます。コンクリートにコーキングを打っていくと、ヘラで撫でた際に自動的にコーキングが熱く残ってしまうので、コーキングの量はかなり必要になりますね。コーキングを下まで取りに行くのが嫌だったので、コーキングは多めに4本屋上に持ち込みましたが、なんと全て使い果たしてしまいました。笠木が終わって次は平場です。剥がしたコーキングを打ち直していきますが、おっと、ここで高温警告、撮影用のスマートフォンが熱でいってしまいました。もし屋上 DIY をされる予定のある方は、ご自身も熱でいってしまわないように十分注意してください。スマホが復活したので撮影を再開していきますが、こちらはベランダですね。今回の冒頭の雨漏り原因になっている説が濃厚な箇所でございます。こちらはもともと雨が入らないようにコーキングで処理してあったみたいなんですが、コーキングが切れて雨が入ってしまっていたみたいですね。さあ、というわけで塗装の準備が整いました。今回は水性の簡易防水塗料竹トップを使用する予定なんですが、プライマーを塗る必要があります。というわけで竹シール、竹トップの下に塗るモルタルプライマーを塗っていこうと思います。いや、天が味方してか防水塗装日和が続いていますね。外交を塗装していく際に晴れの日がどのぐらい続くかはとても重要です。 DIYer の私にとっては恵みの晴れが続いているんですが、外仕事は日焼け指数マックスなのも留意しなければいけません。紫外線はお肌の大敵、美肌にナロー系男子、元いおじさんをヒゲ面で目指している私にとって太陽光は大敵です。おそらく女性は知識があって大丈夫だと思いますが、 DIY をされるおじさんの皆さん、スキンケアをお忘れなく。私は最近日焼け止めを塗ることを覚えました。さあ、というわけでプライマーが十分乾燥したところで出ました、今回の主役竹トップということで、とても手軽に簡易防水できる扱いやすい水性塗料竹トップでございます。早速開封していく。というわけで無事開封できたので、中を見てみるとこんな感じですね。めちゃくちゃ粘度が高いです。蓋が大きい理由が分かりました。棒を突っ込んで混ぜるのが大変なぐらいの粘土だったので、攪拌機を使って混ぜていきます。この竹トップには骨材といって滑り止めや穴埋め効果がある、要するに砂のようなものがたくさん入っているんですね。手ですりつぶしてみるとザラザラしているのが伝わりますかね。この動画に映っている砂のようなものが骨材ですね。攪拌が終わったのでバットに塗料を分けていきます。このような骨材入りの塗料を厚く均一に塗るには専用のハケとローラーが必要です。というわけでこちらラスターハケですね。毛が長くてコシがあるのが特徴です。使うローラーはこちらです。鎖骨ローラーということで名前通りですね。こちらは外壁を厚く塗るときや骨材入りの塗料を塗装するときに使います。ヘチマみたいですね。というわけで準備が整ったので、いよいよ竹トップ1回目塗装を開始していきます。こちらの竹トップは塗り圧が指定されていて、平米あたり 0.75 キロの厚みで塗装を行っていくといいみたいですね。と言われても分かりづらいと思いますので、一斗缶20キロで 13.3 平米、おおよそですが、一斗缶20キロあれば8畳ちょいぐらい塗れるっていう計算ですね。
塗ってみた感想なんですが、やはり塗料の粘度が高いので普通のペンキを塗るより難易度が高いですね。なかなか塗料が伸びてくれません。おそらく私が骨材入り塗料を塗り慣れていないというせいもあると思います。レビューによると骨材入り塗料の中では伸びやすく塗りやすいそうです。しっかり伸ばさないと塗りムラや塗り忘れが発生してしまうので、ハケをしっかり縦横に切って伸ばすことと、最初に持っていく塗料の量を多めにするのがいいかもしれません。動画を見てお気づきかもしれませんが、ローラー全体が塗料の帰りを浴びて温泉の岩風呂みたいになってますね。塗料の粘度が高いというのもありますが、快晴すぎて床が温まっているせいで粘りも早いんですよね。ローラーでコロコロしている間に塗料がどんどん飛び散ってきますね。暖かい季節に塗るときは曇りの日に行うのがベストかもしれないですね。というわけで塗装が終わり、数日経った様子です。塗った後何度か雨が降りましたが、念のため水をかけて雨漏りがないかチェックしていきます。これでも漏れるようだとまた別の箇所を直さないといけないので、本当に良かったですね。というわけで無事雨漏り修繕ができたので、最後は雨漏りを確認するために開いた天井を戻して内装を仕上げて終わりにしようと思います。元の天井は濡れてしまっても使えないので、石膏ボードをカットして天井を塞いでいきます。というわけでカットが完了しました。すでに周りの内装は仕上がっていて、鉛筆で描けないのでマスキングテープで天井の下地に印をした後ビス止めを行いました。無事石膏ボードが貼れたので、お次はこちら壁紙を貼っていきます。もともと天井は塗装していたんですが、今回開いた天井は壁紙を貼って後ほど見切り剤をつけてごまかしておこうと思います。というわけでこちらは壁紙編で余った糊ですね。このようにバケットに保存して次の物件で使うというのが私のやり方です。動画の左側に見える天井が元の天井で、築古戸建てによくある千鳥張りで貼ってある天井なんですが、こちらは塗装を行って直しました。ですが今回の修復箇所は壁紙を貼っていてつながりに違和感が出てしまうので、既存の天井と壁紙の天井の間に余った見切り剤を取り付けてお茶を濁しておきました。というわけで完成。どうでしょう。こういうデザインですと言ってしまえば通るような気がします、多分。というわけで次の作業、ジョイントコークを打っていきます。ごまかし上手は壁紙上手。困ったらジョイントコーク、困ったらジョイントコークです。養生を外したら完成です。これで70万円古民家すべてのリフォームが完了しました。そしてこのような作業を行っている間にめでたく入居者さんも見つかったので、無事契約をして引き渡しまでの間に細かい作業や草刈りを行って気持ちよく物件を引き渡すことができました。というわけでですね、今回の70万円古民家改修総集編いかがだったでしょうか。やることがめっちゃ多かったので2時間24分ということで、ここまで飛ばさずに見てくださった方は本当にありがとうございます。なかなか大変な物件で苦労しましたが、その分面白い動画が作れたんじゃないかなと思っております。今回の物件は築年数こそ古かったですが、古民家部分といい割と作りが良かったので、不具合を直して内装を行うことで驚きのビフォーアフターになりましたね。逆に言うとそれだけ手間をかけてしまったということでもあるので、前回の30万円ゴミ屋敷とは打って変わって実質利回りは 50% ちょい。私の労働力80日分を私の希望日当3万円とかけた DIY コストをお金に換算した240万を足すと利回りは 20% ちょい。いや全然いいんですが、前回が良すぎたせいで霞んで見えてしまいます。ボロ戸建て投資恐るべし。というわけでですね、私のようにやりすぎてしまっても全然事業として成り立ってしまう令和の隙間産業、空き家再生ボロ戸建て投資、続けていけば確実にストック収入が積み上がっていきます。必要なのは時間と気合のみ。持たざる者はいざボロ戸建てという感じで、何か勧誘が始まるかと思いきや、コミュ障な私はマイペースにひたすら一人 DIY の様子を今後もお届けしていく予定なので、この動画良かった、面白かったという方はぜひ高評価をよろしくお願いします。また今後は次の物件の配信が始まりますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。告知入れなきゃ。次の物件は再びボロゴミ屋敷です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。